宇宙の何かしらの物体で、かつ非協力物体って言って、何も協力してくれない。もうただのゴミですと。デブリですと。あんな高解像度の、実際13年ぐらい前かなに打ち上げられたロケットの上段の写真を、あれを見たときは、めちゃくちゃ感動したね。ファイナリストと実際に宇宙飛行士になる人、ここに違いがあるとすると、なんだと。超難問ですね。いやーもう違いは、僕が思うに、もう答えがない。つまり、その評価する基準もない。その枠組みも規範もない。つまり、その審査員の主観うん。になってくると思う。第1回のゲストは津村康則さんです。GNC 広報誘導制御エンジニアで宇宙デブリをキャッチする人工衛星を開発しておられます。僕の同僚でもあり大事な友達です。彼は小さい頃から宇宙飛行士を目指しており、その素質のあるうちの一人だと僕は思っています。日本、台湾、イギリス、アメリカの4カ国で過ごしたことがあり、日本語と中国語、英語のトリリンガルです。できる限り自然な会話を目的としているため、今回は僕たちが普段話しているように、基本的に敬語抜きでの会話となっています。それでは、早速どうぞ。GNC エンジニア。はい。僕も GNC のグループですけど、改めて人工衛星の意義って何ですか？人工衛星。結構、多分僕からしたら当たり前に生活必需品なわけ。でも多分これって一般的な、一般的なもう宇宙に関わってない人たちからしてみると、すごい当たり前じゃないことだと。でも、なんか人工衛星っていうのがどれだけ自分たちの生活に身近なものかって、全然気づけてないなと思ってて、で、例えば僕がここに来るのも Google マップス使ったし、それって人工衛星の提供する GPS データで来てるし、で、今日こう家出るときに雨降るかなとかって気象予報をチェックする。それもその観測データ、人工衛星の観測データをもとに予報してるものだし、っていうふうになんか日常生活の中でもう僕らが触れてる情報とかデータってその多くは人工衛星から得られてるっていうのをっていう事実がある。だからまあ僕にとって人工衛星は生活必需品です。うん。スマホを触ってみると、まあ、いろんなデータがあるけれども、そのうちのアプリの一つ、まあ、さっき言ってた Google マップスで、その場所を知るための GPS として使ってると。なんでそこの、今自分がここにいるっていうのが GPS によってわかるんですか？トライアンギュレーションって言って人工衛星で3機、まあ、3機あったら自分の、例えばデバイスとの通信のそれぞれの衛星に対する通信の時間の差分によって自分の位置っていうのを特定できる。だからまあ人工衛星を使って自分の地球上の位置を特定しているっていう、そういう技術。それをトライアンギュレーションっていう。うん。日本語で言うと三角図法みたいなやつかな。そうかな。ちょっおそらく。と日本語をちょっとおそらく。勉強できてないので申し訳ないんですけど。おそらく多分、はい。三角図法に近い何か間違ってたらすみません。で、あとは、まあ、気象予報。はい。これは、さっきの、まあ、GPS とはまた違う衛星があって、うんうん、それが機能を果たしているのかな。そうね。気象予報は多分あの業界用語で言うと可視光カメラとかうん。赤外カメラとかっていうカメラを使って地球をこう見る。で、地球の写真を撮って、例えば、ま、台風とかだと分かりやすいんだけど、台風がこう生成されていくその姿をこう時間履歴で追って、
その子推測するみたいな、その軌道を推測するとかもできるし、多分赤外カメラとかが役に立つのは、その地表の熱とかを測ることで、これは気象予報じゃないんだけど、人工衛星が使われてる別の分野で言うと、農業とか漁業とか、そこの、農家さんとか漁師さんに提供するデータ。ここで魚いっぱい釣れそうですよとか、収穫の時期ですよみたいな、そういう情報を人工衛星使って取れたりする。赤外線で、イメージ、他の人、一般的なイメージ、リモコンの赤外線とか、昔の携帯の赤外線とかって通信できるイメージ、データを通信するイメージあるけど、その農業とか漁業って、その衛星と赤外線でどう関係してくるものなの？赤外カメラっていうのは、要するに、どれだけ熱の分布を見るっていうカメラで。だから、ここが暖かいですよとか、ここが寒いですよ、冷たいですよっていう情報が得られる。僕らが見えてる、光って僕らの目では、確か500ナノメートルから800か900ナノメートルの範囲しか見えてないんだけど、光ってもうそれよりも、広範囲で。電磁波はもっと広い範囲にある。そう。ちょっと今ナノメートルって言っちゃったけど、これは波長を表してて、光の波長ね。だからもう僕らが見えてる光ってほんのわずかで、こっち側行くと、もうちょっと波長を伸ばすと、マイクロ波とか、電子レンジで使われてるような光があったり、でもうちょっとこう波長を短くすると、太陽から来てるこの UV インデックスとか多分みんな日常的に聞くやつはあるけど、そういう目に見えない結構エネルギーが高い光とかがあったりして、で、赤外線っていうのはもっと可視光よりも波長が長い方の光。だから、人の目では見えないけど、そう波長が長いから人の目では見えないけど、それを測る特殊なカメラがあって、その波長の光を得られる。つまり、その熱分布を得られるカメラがあって、それを使って地表の熱とかのデータを取得している。そっか。だから、僕らの目では全然見えないけど、その特殊なカメラ、赤外カメラで、まさに、なんだろう、地表の、砂漠部分を見れば、もしかしたら暑いかもしれないし、温度が高いかもしれないし、それに比べて、草原とか、ジャングルを見ると、温度が低いかもしれないし、農家の中でも、すごく解像度があれば、空間解像度が高ければ、その中のよく生い茂っているところというか、発育しているところとそうでないところが分かるみたいな、そういうイメージであってる。また別？それと。多分、そういうイメージであってる。僕も正直農家とか漁師の経験はないから分かんないんだけど、多分地球の気候変動とかで、その夏から秋に変わりますとか、春から夏に変わりますとか、そういうその繊細なタイミングで一番美味しい時期が変わるみたいな植物の農産物があると思うから、多分それの情報として結構地球の温度とか大事な情報なのかなと思う。GNC エンジニアってことで、GNC を日本語に直訳すると、誘導後方制御で、順番は日本語にするとたまに後方誘導制御って言うんですけども、じゃあまず人工衛星は知ってます。僕は人工衛星のことを知ってます。はい。でも GNC って聞いたことないし、あと何言ってるかわからないとっていう人に、自分の職業を説明してくださいって言われると、どういう説明をする？そうね。GNC って言ってるけど、日本語の方が順序的には正しくて、後方誘導制御っていう。主に GNC エンジニアはこの3つのブロックを
担当してます。で、このそれぞれのブロックは、まあ、今から説明するんだけど、まあ、大まかに言うと、要するに、僕の言葉で言うと、GNC エンジニアは衛星の脳の部分を設計しています。で、さっき言った広報誘導制御の3つのブロックがあります。で、その脳の広報誘導制御のブロックのロジック、アルゴリズムっていうのを書いたりするのが GNC、設計したりするのが GNC エンジニアの仕事で、じゃあ、例を挙げると、人間に例えると、まず人間には目があって、で、目でこう見て視覚情報を得ますと。だから自分の今目の前に映ってるのは何かっていうのを目で把握して、その目で把握した画像を脳に送りますと。で、そこからが、脳に送ってからが GNC の仕事で、あ、今、その写真を見て、今自分がどこを向いてるんだろうとか、どこにいるんだろうっていう基礎的な情報、自分の状態を把握する。それが広報。うん。センサーから来るデータを取得して、でそれをもとに、今の自分の状態、さっき言った状態で言うと、なんだろう、目からで言うと、今自分がどこにいるかっていうし、音だとすると、なんだろう、人が話してることも音の中に入るけど、またそういう、人が話してる内容が、GNC につながるっていうことよりかは、おそらくビジュアルの空間的なアルゴリズムの方が多いのかそうだね。人間五感あるけど、その中でも視覚っていうのが一番 GNC の広報へのインプットとして使われることが多いかな。な。人間で言うと目で言う。多分車とかで言うと、カーナビで運転してるのをイメージすると、今自分がどこにいますかっていうのをカーナビが示してくれて、現在地ここですっていう、すぐに分かって、それが広報になる。そうね、車には多分自分の位置を知るために2種類の、2種類のものが、2種類の機械っていうのかな、コンポーネントが存在してて、まず GPS、さっき言った GPS で自分の位置が知れる。あとは加速度計って言って、自分がどれだけ加速したかっていうのを測る機械があるんだけど、それを搭載していることで、仮に GPS がなかったとしても、自分がそのどれだけ加速したかっていう情報をもとに、どれだけこっちの方向に進んだかとか、こっちの方向に後退したかとかっていうのが分かるようになってる。で、そうだね、なんか車で言うと、それが自分の位置を知る方法の手段。それが手段。はい。そうすると、じゃあ次 GNC の、違う、広報誘導制御のブロックの中の、広報で、今の状態を知るというところが終わりました。はい。そうですね。次、誘導。誘導ガイダンス。広報がナビゲーション。で、次、誘導がガイダンスなんだけど、一旦自分のいる位置と向いてる方向っていう状態を把握しましたと。次に何したいかっていうと、多分どこに行きたいかっていう目的地と、どこを向きたいかっていう目標姿勢っていうのがあって、で、だからそれをこう計算するブロックが誘導。自分の目的、自分は人で言うと、それこそ自分の目的を、考えるところっていうのかな、脳の部分の。自分は何したいのか。計画する部分、結構大事だけど、生きる意味は何のかっていう、深くいくとそこまでたどり着いちゃうんだけど、自分が今日朝起きて、朝ごはん何食べたいんだろうみたいな、そういう、これを食べたいんだ。
その目的を、うん目標を決めるところが誘導。うんだから衛星、それを衛星で言うと、衛星って軌道をこうぐっと回ってる。で、まあ、ミッションによって、まあ、入りたい軌道とかっていうのが違ってくるわけ。で、だからその目標とする軌道っていうのがあって、で、今自分がいる軌道っていうのを候補で把握した後に、あ、こっち行きたいんだ。ここが目標の軌道なんだっていう、そこまで把握するところが誘導。うんなるほど。さっきのその人間に例えるとに戻ると、自分が人生で何をしたいかっていうところまで行き着くと。そう考えると、なんだろう。本当に計画、人生計画もそうだし、あと、まず自分が今、人生においてどこにいるか、どの場所にいるかが、まあ、ある意味候補みたいなのになって、そうだね。で、その候補の情報をもとに、今の例えば自分のキャリアがここにあって、GNC として、GNC エンジニアとして働いてます。その先、これからどういう人生生きていきたいか、まあ、どういうキャリア歩んでいきたいかとか、あるいはアカデミックにもう一回戻りたいとか、そういう頭で考えるところが誘導。そうだね。うんなんかもう結構大きい話になるとそうなる。長い目で見るとそういうこと。なるほど、なるほど。一番深く突き詰められるところ、一番哲学っぽくないところが誘導だから。哲学までいかなくても、まあ、話として脱線しやすいところが誘導。まあそうかもしれないね。なんかとりあえずその衛星にはミッションがあって、そのミッションとして何をするか。まあその議論だけでも結構そうね。続けられると思うし、結構かかると思うし。で、まあ、そういう長い目で見る誘導もあるけれども、実際にはもっと短い目で見れて、ちょっと僕さっき生きる身とか言っちゃったけど、まあ、実際には、例えば朝アラームで起きますと。で、アラームがうるさいですと。で、アラームを止めなきゃいけない。だから止めるっていうことが目的だよね。だから、そのアラームを止めるっていう目的を立てるところが誘導。無意識では、そういう無意識では、ほぼ無意識に発生するけれども、止めるっていうところの計画、反応、それこそ音か。音のセンサリーインプットに対して、まあ、止めるっていう目標を立てて、るってところが誘導と。そうで、それが実行されるのが制御なんだよね。ズバリ。そうです。そうね、もう待てなかったね。待てなかった。制御の話をまで待てなかった。そう。だから、アラームを止めるために何をしてください。脳は多分、手を使ってアラームを止めてくださいっていう指示を出すわけ。脳が手。で、その手がこう動くっていうのを、まあ、脳が手を制御してるっていう言い換えられ方ができて、で、だからその目標を達成する手段って言えばいいのかなが制御。だから今自分がいる自分の状態と、目標となる状態っていうのがあって、この乖離を埋めるのが制御。フィードバックだとそう考えるんだよね。多分オープンループだと目標もとりあえず今の状態を考えずに、if then というか、こういうパターンで進んでいく制御っていうのも、何かしらの状態を得る前に決めることはできるけど、さっきの今の状態との乖離っていう意味では、まあ偏差分、今の状態と、所望の状態の違いっていう偏差を出して、それをなくすための制御が行われる。それが、まあ、制御の一種であるけど、まあ、大まかに言うと、目標を達成するものっていうのが制御と。そうね。衛星だと、軌道と姿勢の制御。そうね。大きく分けて軌道と姿勢の2種類の制御があって、まあ、2種類の制御というか、もう2種類の方法誘導制御 GNC が全部ある。があります。はい。で、その衛星の
絶対候補絶対姿勢に加えて、まあ、絶対候補絶対姿勢っていうと、まあ、本当は絶対じゃないけど、完成空間じゃないけど、うん衛星が地球に対して、うんまあ、地球が止まって絶対座標系にあるとして、地球に対して今衛星がどこにいますかっていうのと、あとまあ完成空間に対して、どこを向いていますかっていうのがあるけれども、ターゲットが他の宇宙物体がいて、そこに近づいていくっていう時には、相対、姿勢と相対軌道。これはその絶対的なあ姿勢軌道とはまた違ってて、まあ、特にそういったところを今やってると思うんだけど、その面白いところとかってある。まあ、そこがもう、まず、多分宇宙の何かしらの物体で、かつ非協力物体って言って、もう何も協力してくれない。もうただのゴミですと。デブリですと。だからもう、こっちが接近するにしても捕獲するにしても、こっちが全てモーションを合わせて、相対的に速度も角速度もゼロにしてあげて、こう接近しなきゃいけないですよっていう、もう何も協力してくれないっていう物体に接近しようとしていますと。それだけでもまず面白いのと、間違いない。うん、こんな高解像度のロケットの上段の写真を、あれを見たときは、めちゃくちゃ感動したね。あの写真を撮るために、いろいろこの相対広報とか、相対誘導、相対制御の設計をしてたから、あれ撮れたときはもうすごい感動した。そうだよね。もう、これが、まあ、そうね。で、あと相対的にさっき非協力物体に接近するって言ったけど、どう接近するかっていうと、まずそのセンサーの情報を利用して相手の動きっていうのを把握する。どういう動きになってる。その動きの情報から相手の運動をこう予測したりして、で、だんだん自分の、だからもう相対、さっき完成空間とか出てきたけど、宇宙にはもういろんな座標系があって、どこを基準に自分の姿勢とか位置とかを見るかっていう話なんだけど、まあ、宇宙ゴミの除去とかはもう本当にすごい近くに行ったら、自分と宇宙ゴミの相対的な関係の世界に閉じるから、まあそこで、なんだろう、もういろんなアクロバティックなことができるわけ。もう宇宙デブリの動き、姿勢に応じて自分の位置をこうわーって変えたりしてみたいな。そういうアクロバティックな、つまり誘導だね。どういう経路をたどって、宇宙ゴミに接近して、その後捕獲するかっていう、その経路の設計っていうのが結構一番楽しかった。近づけば近づくほど自由度が増えるのかな。おそらく本当に軌道を変更するとかだと、マヌバーで設計する、まあ最適化して設計することもできるけど、もっと近くなればなるほど、まあある意味、6自由度、位置と姿勢の両方の30度合わせて6自由度を制御、まあカップリングするからかな。割と姿勢と制御が、近くなればなるほど切り離せなくなってきて、割とダイナミックな動きが出てくるっていうのが面白い。そうね、その遠いところだとまだ衛星のこんな動きで回ってますよとか、衛星がこういう姿勢でこういますよみたいな情報っていうのはあんまり必要ない。とりあえずその近くまで行かないと動き合わせれないから。だからまあ遠いところは位置だけ。位置と速度かな。位置と速度。だから、まあ、これですでに30度 ?60 度。そう、元の状態変数は3。状態変数3。だからそっか、3、で3ドフ。そうだね。で、それの微分が速度。これが30度で、近づいていくと、
さっき言ったみたいに位置とあと相手のどういう向きでいるかっていう情報も必要になってくるから60度の世界に入ってくる。なるほど。まあいろいろ考えることが増えるっていう。そう、その分楽しくなると。はい。10年後、20年後、想像してみて、人工衛星はどういう使われ方をしてると思いますか？僕が想像するに、まあ、今パーッと思い浮かんでるのをポンポン上げていくと、まずもう宇宙利用って要するに地球上で今何やってるかの延長線だと思ってて、だから例えばだけど今宇宙の軌道とかっても、まあ、軌道は資源ですとか軌道はハイウェイです、オービタルハイウェイですっていう呼ばれ方をしてる言われてるじゃん。それってつまり今地球上の高速道路で行われていることとかはもう普通に宇宙でもなされてる。高速道路で行われてる、まあ、交通事故とかしなくてまあ、いや、でも交通事故も起こるかもしれない。起こる宇宙でもね。そう。それを防ぐために宇宙ゴミを除去してるんだけど、だから今は、その例えば高速道路で交通事故起きました。ってなった時に、その、事故った車を、事故した車を、こう、なんていうのかな、なんていうの、車を運ぶ、レッカー車でこう運んでいくみたいなサービスがあるわけじゃん。でも宇宙にはそれがまだなくて。で、だからもう、衝突して事故した衛星はその場に居続けるし、もう通信もできなくなった死んじゃった衛星もゴミとして浮遊してる。まず、だからそれを除去するサービス、宇宙ゴミの除去が、こう、頻繁に行われるっていうのもあるし、あとね、衛星、宇宙上の衛星は、なんかゴミ、宇宙ゴミ、死んじゃった衛星は宇宙ゴミって言われるけど、なんかユダヤ教のかどっかの教えでさ、ゴミは、なんだっけ、ゴミは、き、ゴミはまあ視点を変えると資源になりますっていう、まあ、そういう教えがあって、だからそれも絶対に宇宙ゴミにも通ずることだと思ってて、だから、例えば宇宙にゴミステーションみたいな、今は国際宇宙ステーションしかないけど、まあ、中国の宇宙ステーションやり始めてるけど、まあ、宇宙のゴミステーションみたいなのを設けたら、まあ、死んだ衛星ボン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 宇宙でこうそこに入れてって、そこでもう再利用可能にして、新しい衛星がポッて出てくるみたいなのも、宇宙上でもうマテリアルが循環して、リサイクル法なんかができて、宇宙リサイクル法かなんかができて、それとかも絶対に宇宙ゴミをこう除去して、大気圏突入させて燃やしてみたいなのよりも、全然効率いいし、有効活用できるし、資源としてね。まあ、それも行われてると思うし、あと10年、20年経ったらもう、それこそ旅行だね。もう、今でさえ、今はまだ多分、ブルーオリジン、バージンギャラクティックが大気圏のちょっと出て、多分1分半ぐらいこう宇宙にふーって浮いて、また地球に帰るっていうサブオービタルフライトを、まあ、4000万ぐらいかな。4000万、5000万ぐらいで提供してるんだけど、まあ、それがこう、どんどん安くなっていったら、まあ、ちょっとしたその記念日とかに、まあ、カップルで行きましょうみたいなのが増えたり、プロポーズする人も出てくるかも、プロポーズする人も絶対に出てくるね。10年、20年、もう10年、20年以内には絶対出てきます。1人か2人は絶対出てくると。それは絶対に出てくるね。指輪、やべえ、どっか行った。ふわってなって。絶対にあるね。それもあるし、あとはなんだろうな。地球を越えて、まあ、月のゲートウェイ計画って言って、アメリカ主導でこう日本、カナダ、イーサーとかが協力してやってるプロジェクトがあって、まず月面に基地を作りますっていう
アルテミス計画かなっうん。て呼ばれるものがあって、だからそれもどんどん月を周回する衛星が増えて、で、月にどんどん、ロケットが降りて基地建てて建設してみたいなのが始まっていくにつれて、多分その地球上の軌道と月の軌道、多分地球から毎回こう行ってっていうよりかは、もう地球の軌道上で何かをもう建設してそれを持ってってみたいな、あるいはもう材料だけをこう持ってって月の軌道上もしくは月面でこう製造業がこう走ってっていう方が圧倒的に効率いいと思うから、そういった方面でも月、火星、オシアに向けた軌道上開発とか建設みたいなのが盛んになるかなと。月の資源ってすごく多分有用で、そこの資源を使いたいんだけど、ロケットを地球から飛ばすってなると、地球の重力の強さは、もう本当にギリギリ、なんとか、人間がロケットを作って飛び立てる重力の強さ。で、もし10%、確か10%あと重力が強ければ、もうロケット成立しないらしい。ロケットの自分の燃料を打ち上げないといけないから、ロケットって。その分、重さに比例して、規制質量かなんだったら、が増えるので、もう重力が強くなればなるほど、燃料がもっと必要になって、そうすると燃料分だけ重くなってみたいな。そうすると、やっぱ、軌道上から、もう地球から上げずに軌道上、地球の軌道上もしくは、本当重力のような月面からっていう打ち上げの方が、燃料も効率いいし、あとは、月面で採掘する技術をもっと育てないといけないとは思うんだけど、圧倒的に地球から全部持ってくるから効率いいよね。そうね。だからそれを踏まえて、多分今、月が実際の目的、最終目標じゃなくて、火星なんだよ。火星はより、大気もあって、テラフォーメーション、地球化することが、月よりかは楽であって、人類が地球以外の惑星のどこかに住みたいってなった時に、次の候補が上がるとしたら火星なんだよね。ビタブルゾーン多分ギリギリにいるし。重力が確か3分の1。3分の1。そうで、大気が二酸化炭素しかないけど、1% ぐらい、地球の1%ぐらい。そうね、100分の1ぐらいで、だから月は、その火星に行くためのガソリンスタンド的な存在で、月ってすごい、月の裏側ってもうめちゃくちゃ氷、月何パーセントか忘れたけど、月のコンポジションの結構結構な量を占めてるのが水で、氷としてそこに飛び取ってるんだけど、月の表面。月の表面。なんだけど、その水資源を利用すると、水を酸素と水素に分解して、それを燃料に、動くロケットをそこからこう打ち上げれますとなると、もう例えば地球からこうロケットをまず打ち上げて、で、その時に燃料、もう地球から出れるギリギリの燃料を詰めて、で、月まで行って、で、月でまたその燃料補給して、今度月から出るのは地球よりも楽だからっていうので、また火星を目指してっていう、より多くのもの、燃料以外の多くのものを運んでっていうことが可能になるから、月って結構ガソリンスタンド的には火星へ行く術としてはすごい重要な存在になってる。NASA と JAXA も含め、あとヨーロッパの ESA とかも含め、ルナーゲートウェイ。月の、円軌道ではなくて、あれ確か楕円軌道だよね。すごい楕円軌道を描いて、地球の
確か軌道面が地球の方向を一定向き続けるみたいな軌道だったような気がしてるんだけど、うんその月の表面じゃなくて、あえて月の軌道にステーションを設けるっていうことのメリットって何だと？例えば、さっき月の資源をそのまま開発して、うん月からロケットを打ち上げれば、もしかしたらそのその月を回ってるものって別にいらないかもしれない。うん月で、資源調達して、まあ、月からロケット打ち上げて、で、それで火星行って、うんっていう風にしてるとうん、なんでわざわざ月を回ってるものが必要なんだろうっていう。うん。それはなんでだろうね。なんだろうそれは、ね。まあ、それは多分後々は月面基地っていうのはうん開発しなきゃいけないと思う。それはもう月の資源をうん利用するには、うんまあ、水以外にも月のレゴリス、月の砂みたいなのを使ってうんいろいろこう固めてものを作ってっていうことをするためには、あと多分月レアメタルがあるかどうかやめたらあるね。ある。うんそのレアメタルの発掘とかもするためには月には降りなきゃいけないから、うんまあ、月面基地はもう必須にはなるけど、まあ、月面基地を作る一歩手前の前段として、まず月を周回するこうステーションを作りましょう。だからまあ地球もし地球と月に基地しかない場合、もう基地から基地、基地から基地みたいな移動になっちゃうけど、その軌道にステーションを設けることで、基地、ステーション、ステーション、基地っていう、まあこれだけ聞くと効率悪いんじゃないって思うかもしれないけど、多分その地球から脱するエネルギーとか、月から脱するエネルギー的にステーションがあった方が絶対にうん物運びとか効率が良くなる。そうだな。確かにそんな気がする。ステーションに燃料を置いとけば、そこで給油してっていうのもできるし、うんそうだね。回ってるものがあると、そこに資源を置いとけて、まあそこが、そのステーションが中継として、まあ、ウェイポイントというか、そこで次の一手を打つための、中間ポイントで、そこの起動エネルギーもそのまま使えるしね。回ってる速度をそのまま利用して、うん。次の、例えば火星に行くときとかも、オービットの速度を利用して、別の軌道に入るとか、いうのもできるかな。うん。スペースデブリ。さっきちょっと宇宙ゴミの話が出てきたけど、うん衛星だけじゃなくて、うんいろんなものが地球を回ってるけど、うんスペースデブリっていうのは総称して呼ばれてるけど、その実際には何なんですか？うん多分さっき言ったのでもう結構言っちゃったけど、昔人類が打ち上げたそれこそアメリカとかロシアが冷戦時代に宇宙の覇権を握ろうとしてバン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 衛星打ち上げた時の残骸が残ってます。まあそれだけじゃないんだけど、まあ結構今まで60年ぐらいずっといろんな国がいろんな衛星を打ち上げてきたもう古びちゃった衛星、もう通信取れなくなって機械も故障しちゃってみたいなのがまだそこに浮遊してる。もうだからもうそこで役目を果たしてないけど、そこに浮遊してるっていう状態の衛星はもうゴミですよねっていうので宇宙デブリって呼んだり、あ人とは、工衛星の第1号、スプートニクうん、だけど、あれもまだ回ってるのかちょっと気になる。知らないはい、でその衛星がまあデブリになってるっていうのは、とか、あとその衛星を打ち上げるために、さっきロケットが出てきたけど、ロケットって、まあ、何段かないと、まあ、今の物理的にロケットの設計として、まず第1弾、第2弾、
みたいな段階的な設計がないと地球上の重力を出せないようになっていて、それはつまりその燃料をこうバーッと、噴射して、で噴射しちゃったらその構造物だけが残るじゃん。でも燃料はもうそこにないわけじゃん。その構造物ってだからもう無駄な重さなわけじゃん。だから燃料がなくなった時にもうその構造物を切り離してさらに高いところに行けるようにっていうふうに段階的にロケットの設計となってるんだけど、だからその上の方の上段っていうのはもう切り離された時にはもうすでに宇宙空間にいますっていう状態だから、それって地球上に落ちてこなくて、ただただこの宇宙の空間を浮遊する物体、もう燃料もない空の物体として、ゴミとして浮遊してる。だからそれもロケットの上段っていうのも宇宙デブリの一種だ。うん。デブリっていうと、今みたいな大きい、おそらく数メートル以上うんは想像つきやすいけど、もっとちっちゃいのもうんあるよね。例えば、うんネジとか、あと、なんだろう、デブリ同士が衝突起きた金属破片とか、うんそれが全部軌道上をぐるぐるぐる。そうね。しかもそれが、軌道の話をしたときに説明忘れたけど、軌道ってもう軌道って要は地球の周りを回ってるわけじゃん。でもあれってすんごいスピードがなきゃそこにいられないわけ。物理法則的にこの高度ではこの速度がないと地球周回軌道には入れないですよっていうのがあって、で、大体地球周回軌道でいうと秒速7から 8km ぐらいの速さで回ってる。よく言われるのがもうピストル弾丸の速さで回ってて、もっと変じゃない確か。弾丸が弾丸の何倍とかだっけ？だと思う。ああ、そうね。そう1秒で7キロ、8キロだから。そうね。空気抵抗がないから燃えないけど、うん、その分、圧倒的な速さでそうね。回ってる。東京から大阪まで50秒とか。そうだね。そうだね。300、400キロぐらい。東京から大阪、どれぐらいだろうね。500キロとかな。400キロかな。確か、それぐらいだよね。うん。オーダーで言うと数百キロ。うん。それを秒速8キロだから。うん。50秒、 50 60秒秒ぐらいでその速さで回ってて。それこそあれだよね。飛行機じゃなくて、ロケットで移動した方が早い。ロケットで移動、そうね。誰だっけ、イーロン・マスクが一回やろうとしてて、まだ多分、放送は残ってるとは思うんだけど、飛行機で行くよりは、一回宇宙にサブオービタルに飛び出て、うん。で、そのまま移動して、うん。で、着陸する。確か、そうね。それだと、ロサンゼルスから北京まで1時間半とか、それくらいのオーダーで、圧倒的に今、十数時間かかって寝てたら、もう着いたんだってなっちゃう。なっちゃうね。映画1本も見れない。そうだね。そこは悲しい。ああ、そうか。スペースデブリって、だからそんだけちっちゃいけど、速い分、エネルギーは半端ないんだよね。半端ないよね。持ってるエネルギーは。イーサのスペースデブリ衝突実験みたいな画像を見たことあるんだけど、本当に1センチぐらいの鉄球をめっちゃ分厚い鉄板にスペースデブリの速さで打ち付けて、そしたらもう1センチなのに、鉄板、何センチぐらいかな、もう20センチぐらい。鉄だよ。鉄の板が20センチぐらい見たことある。本当にもう多分当たった瞬間に熱になって溶けてグワンって歪んでるんだよね。そうね、多分そうね、高エネルギーだから。高エネルギーで。熱エネルギーになって、衝撃波みたいなのができて、グワッ。それが今、国際宇宙ステーション、宇宙飛行士がいる ISS に当たってる。もしくは、その ISS は当たるから避けましょうっていうマニューバー、位置を変えるっていうのを
1日に数回やってるっていう。だからもうそれだけ蔓延してるっていう。そうだよね。確か、宇宙飛行士が外で船外活動してる時も、そういう情報が入って、危険回避しなさいみたいな情報が入って戻らないといけない。してる多発ではないと思う。何回か。あったあった。衛星の候補の中でうん一番、まあ、ほぼ一番と言っても過言でないので活躍してるのが、ああ、もう毎日口にする。カルマフェルタ。制御の世界では、カルマフェルタっておそらく誰でも聞いたことあるうん。ものだけど、理解してないとなんか難しく感じちゃう。うんそのあたり、ほぼ毎日、カルマフェルタに接してるしてる。津村さんから、うんまあ見てるね、カルマフェルタってまずどういうものなのか。彼も本当に、まず怯えないでほしい。カルマフィルターってもうめちゃくちゃ簡単だから。もう、まあ簡単なものだと思って聞いて。カルマンさんは苦労してるね、作るときにね。あ、そうだね一番初めに考えるのは、もちろん多分、すごい労力が、もしくは賢くないとできないけど、うん仕組みとしては簡単。そうね、仕組みとしてはもう本当簡単で、まあ、大きく2つあって、カルマンフィルターの。まず観測する。観測値。観測を得るっていう動作と、観測を取り込むって言った方がいいかな。取り込むっていう動作と、あとは自分の内部のダイナミクス、式に従って、自分のこの次の未来の位置を予測するっていうステップがあって。で、そうすると、まず、じゃあ自分がこういう物理方程式に従うと、次の秒にここにいますっていう予測が立って、で、その予測に対して、例えばセンサーとかカメラとか使って、こう、外の世界を見て観測しますと。で、観測情報はこう言ってます。じゃあ自分の予測したものと、外のカメラが撮った観測値、2つの情報をもとに、その情報をこう融合して、自分の一番正確な、位置っていうのを知るみたいな、この融合の仕方とか、こっちの観測がどれぐらいの確からしさがあって、自分の式っていうのがどれくらいの誤差を持っててみたいなのを、こういろいろこうチューニングして定義して、数式としてまとめたのがカルマンフィルターっていうものそうね、アイディアとしてはそういう。観測っていうと、まあ、それこそセンサー、世界を見るもの、世界を見たり、世界を感じるもの、センサーから入ってくる情報と、自分が、インターナルに持ってる、内面で持ってる、まあ、メンタルモデルというか、世界がこう動いてるはずっていう、まあ、式をもとにだけど、ものがあって、その2つのいいとこ取りをしようとしてるみたいな。そうね、いいとこ取りっていう表現が正しいかどうかはうん。わかんないけど、例えば、まあ、もう観測の方は、もうこれくらい、もう、例えばカメラでも解像度があって、めちゃくちゃ、解像度っていうのが情報の制約になったりして、だから、この解像度以上の精度で位置は知れませんよっていうのがあったりする。だから、それがもう観測の限界ですよ。で、逆に、こっちの式に関して言うと、なんだ、もう物理方程式に従うと、まあ結構な精度で、予測はできるんだけれども、軌道で言うと、例えば自分もこう、スラスターを使って水圧をこうバーって吹いたら軌道がこう変わっていくじゃん。それって要は自分が自分に対して加速度を与えていて、で、その加速度が、こう加速度を計測しなきゃ自分のモデル、自分が持ってる式にその加速度をこう与え続けなきゃ正確な自分の位置っていうのは予測できないんだけど、その加速度を計測するのにも誤差があったりして、で、だから、そこの限界とかある。だから、そこの予測の誤差がこれくらいです。観測の誤差がこれくらいです。あったときに、これくらいの誤差があるものとこれくらいの誤差があるものをこう足し合わせると、実際にはどれくらいの位置にいるんだろうみたいなのを統計的に、
算出する術うん。がカルマフィルタうん。そうか、誤差と誤差が、うん観測の誤差とうちが持ってる式、もしくは運動方程式うんの誤差うんの、誤差の度合い、片方が誤差が多かったり、例えば自分が持っている運動方程式の方がかなり精度が良ければ、うちの誤差というか、はちっちゃくなったりして、うん単純に2つのデータ、2つの値をイーコリーにというか、うん平等に持ってきて、平等に寄与させるんじゃなくて、うんその誤差のレベルに従って、そのデータの信頼度を決定するうんものだね。そうね。足して2で割るのはもう小学生でもできるけど、それのちょっとアドバンストなことをやってるのがカルマンフィルター。うんでそうだね。さっき電板でこう加速度の測り方によってこう誤差が生まれると言ったけど、それに加えてちょっと補足すると、例えばその外覧っていうのがあって、自分の持ってる、例えば綺麗な世界、この実世界で言うと、例えば等速直線運動をしてます。こうしてるはずなんだけど、例えば向かい風が2メートル吹いてきましたみたいな。それがこう自分の式に入ってなかったりすると、その風に負けてまたこう後退したり、ちょっと速度が遅くなったりするじゃん。だから自分の式では等速直線運動なのに、向かい風っていう外覧、外の世界のランダムさを考慮できてなかったせいで、自分の予測に誤差が生まれる。だからそういう、モデルも方程式も方程式で完璧ではないっていう。方程式の方も、不確定性だったか外覧とかで誤差が生まれるので、うん片方を信じきればいいっていうもんじではない。ゃない。カルマフィルターって、一般的には、線形でしか使えないものだけど、拡張カルマンフィルターとか、もっといろんなカルマンフィルターが出てきてて、うんうんうん。基本的に宇宙で使われるのは EKF、拡張カルマンフィルタ拡張カルマンフィルターもあるし、なんか最近、僕の同僚とかでもが使い始めてるのは UKF って言って、拡張カルマンフィルターが EKF、Extended Kalman Filter。で、UKF っていうのが Unscented Kalman Filter なんだけど、なんか背景として、そのカルマンさんが発明したカルマンフィルターがもうなんかすごい嫌いだと、この人は。ちょっと名前忘れちゃったんだけど、この人嫌いで、もうカルマンフィルターもすごい臭いものだと。臭いものだっていう主張する人がいて、はいそれがセンティッー。匂いだね。ド、匂いがついてるフィルターに対して自分が開発したものはアンセンティッドですよ。もう無臭ですよ。なるほど。もうすごいいいフィルターですよっていうので、アンセンティッドカルマンフィルターっていうそうだったんだ。僕それ知らなかった。アンセンティッド、ものすごい統計的だよね。EKF とかだと、うんある地点の状態量の、ある状態で、状態方程式を線形化して、うんで、このポイントに対してのカルマフィルターを解くけど、うんうんうんアンセンテッドカルマフィルターは全部統計化して、あるポイント、いくつかのシグマポイントを取ってきて、うんこのシグマポイントって呼ばれる、抽出点、サンプル点を取ってきて、うんその抽出点を統計的に処理するっていう。それに加えてなんか今の状態がありますと。で、今の状態もこれからの誤差があるから、その誤差範囲で状態を分布させて、それを初期値として、すべての、もうだからいくつものポイントが初期値となって、それをこう全部伝播して、とりあえず。で、その伝播後の状態量が、多分観測値そこで入る、ちょっと忘れちゃったけど、その伝播した先のポイントで一番、誤差とか
RMS が小さいものを、じゃあ、じ状態として選択しましょうって言って。なんか、ほんとすごい電波、ものすごい量の電波が走るから、処理負荷としては全然 EKF よりは重くなる。それもあるのかな。宇宙機ってコンピューティング能力、計算能力が限られるもの、EKF の方が、まあ、向いてたっていう背景があるかもしれない。それはあるね。それは絶対にある。カルダシェフスケールって知ってます？知らないです。カルダシェフスケール。カルダシェフさんが考えた、ある文明がどのレベルにいるかを決定する、まあ、決定するというか、分ける、指標になってて、まあ、要は、文明が使用するもしくは制御するエネルギー量がどれくらいかによって、タイプ1から、今のところタイプ、まあ、3か4、4を提唱している人もいるけど、オリジナルはタイプ1が、まあ、数字で言うと10の16ワット、10の16乗ワット。だから、10の9乗ギガで、テラ、ペタ、だから10ペタ。ギガ、テラ、ペタ。ギガ、テラ、ペタ。10の15乗がペタ。はいはいはい。だから16乗は10ペタ。10ペタ。10ペタワット。10ペタワット。で、タイプ2が、10の26乗だから、10の16にさらに10乗かけた。だけども、はい。タイプ2で、まあ、そのタイプ3はその10の30。人間はどれぐらいだと思いますか？どれぐらいの、10の16、10ペタがタイプ 1？ タイプ1。1もいってないんじゃないか。1もいってないです。全然いってない。全然いってない。全然いってない。これログスケールだから、今、もしそのタイプ1っていうのに対して、本当は1、2、3っていう、まあ、整数なんだけど、確か、カール・セーガンとかが、その、間を内装してやると、だいたい 0.73 とか。で、それって、数字にすると、10の16よりも、だいたい4万分の1、違う、1万分の1とか、違う、10の4乗分の1ぐらい、タイプ1に対して。1万分の1ってことは、あと1テラワット。そうだね。それぐらい、多分。テラだよね。ちょうどそれぐらい。はいはい。もうちょっといってるかもしれない。オーダーとしてはそれぐらいで。あと、1万倍エネルギーを消費して、やっとタイプ1になる。タイプ1っていうのは、まあ、どういうふうに言われてるかっていうと、その惑星のエネルギーを全部使えるっていう。はい。だから僕らはまだ地球に降り注いでる太陽のエネルギーとか、地球で、まあ、地球の核部分とか地熱とかの全エネルギーの1万分の1しか使えてない。はい、全然使えてない。なるほど。こういう人間、僕ら今人類、まあタイプ 0.7 だと。いつタイプ1になると思いますか？もしくは、なれますか？そもそも。1万倍でしょ？なんかそっか。だからまあタイプ1は、もう惑星に降り注ぐ太陽がしてるエネルギーを全て使いこなせるようになったら、タイプ1になると。で、今我々は、その1万分の1しか使えてない。ちょっとファクトチェックで後で計算した方がいいかもしれないけど、それぐらい。そんな太陽のエネルギーを全部使えるようになる未来が来るのか？そうしないと、想像できないな。そうしないと、次のステップに行けない。例えば太陽
慶応、需要人うんうん動き回るとか、うんその先の太陽系外に行くとかうんに行くには、それぐらいのエネルギーを制御できる必うんうんうんあー太陽のエネルギーを全部使うってなると、まず太陽ってもうエネルギー放射状にさ、放出してるわけだ。要。うん。で、地球ってもうその一方向、ほんの一方向なんじそう。でも、地球に当たっている太陽のエネルギーでいいと思う。タイプ1に。ゃん。あ、そうなの。うん。あ、よかった。あ、そう。あ、そうなんうん。タイプ2だね。はいはいはいもし太陽のエネルギーを全部使えるってなると、はい太陽系のエネルギーほとんど使えることになるから。タイプ2ああ、に近く。そういうことか、そういうことか。あ、じゃあ、そっか、今タイプ2の方を考えてたけど、うん。地球上に注ぐ太陽のエネルギーを全て使いこなせるようになるまで。うん。もしくはまあ惑星、うん地球としてはいはい。地熱とかうん核とか、うんその辺のエネルギー全部。うんうんうん。それは、多分国っていう概念がなくなるとすぐできちゃうんじゃないか国っていう概念がなくなると、な。うん。いそれはどういう考えかや、今って国単位で人は動いてて、自分の国の利益、国力を高めるみたいな、そういう、それがもう目的になってて。だから、あんまり協力的じゃないんだよね、国と国の間だと。まあ、もう政治的な論争もあるし、戦争も起こってるし、もうなんかそういった、多分それがもうエネルギー視点で言うと非効率的なわけじゃん。だからまあそういうところにお金使ってるから、あんまり太陽から降り注ぐエネルギーをどう有効活用しましょうかっていう議論にならない。技術的な問題じゃなくて、うん、その僕たちが使ってるエネルギーの先が、うん、開発する、そういうこそ、エネルギーを使う、太陽からのエネルギーを変換するための技術じゃなくて、無駄な熱エネルギーというか、うん。摩擦なんでね、国と国の間の摩擦に使われてる。かっこよく言うとそうなるね。なるほど。摩擦エネルギー。それはちょっと詩的だけど、ポエティックだけど、まあ、なんか結構、その国っていう単位なくして、もうみんな地球にいる人が全員が同じ方向を向いて、同じ、あの、お金っていう、なんかお金っていう概念もそもそもなんか、あんまよくわかってなくて、なんか、いつ生まれたのっていう、うん、わかるあれだよね。僕も、なんだろう、お金って人間が昔から実はあるけど、人間がこう、ストーリーとして作り上げてきて、今はもう、金との交換もなくなってるから、みんながそれをお金って信じれば、そうだね。えっと、価値のあるもの、価値を評価するものでもあるし、価値を貯蓄するものでもあるし、価値を交換するものでもあるしっていう、いろんな役割がお金があると思うけど、うん、それを、みんなが信じることによって、嘘を信じることによってあるお金になってるっていうので、それを、その、みんなが信じてるストーリーを奪い合ってるというか、お金っていうものの価値をみんな見てるからこそ、もっと欲しいと思うん、う。で、国家間の、ちょっと飛躍してるかもしれないけど、国家間の圧力になっていく。うん、価値創造、お金をこう発行するっていうのは、要はもう価値を、共通の価値の上でしか成り立ってない。共通の信用の上でしか成り立ってない。それがない未来、お金がない未来。お金がない未来って来るんだろうかっていう、いろんなそのお金にまつわるインセンティブとかもなくなっちゃうかもしれないけど、お金、だからまあ何かをするとか、自分が欲しいものを手に入れるとか、欲しいサービスを受けるために
お金って必要な世界になってるけど、なんか、それが、どうなんだろうね。それがもう、お金っていうものを渡さずとも、当たり前のように、すべての人が受けられる時代。あ、つまり多分これって、鶏、多分僕も考えながら話してるけど、なんか鶏と卵の、はいはいはい。どっちが先か。うん、鶏卵の、えっと、世界な気がしてて、うんちょっと今こう話してて思ったのは、多分その、もう結構裕福な、誰もがこの欲しいものとか欲しいサービスをもう欲しい時に受けられるみたいな世界、理想的な世界を作るためには、太陽から降り注ぐ全てのエネルギーをこう有効活用できる枠組みになってなきゃいけなくて、多分エネルギーがこうバーってあれば、もういろんなものがこう作れて、いろんなサービスがこうバーってできてみたいな。で、その社会を実現するためには、太陽のタイプ1、タイプ1文明にならなきゃいけないです。タイプ1文明にならなきゃいけない、なるためには、うん。まず、うん。そのうん。価値観とか信用、自分に人類が作り上げてきた嘘の信用はいはい。を取り払わなければいけない。うん。なんだろう。お金を払わなくても、みんなが平等にうん。ものを享受できる。って、なんだろう。僕からすると、割と社会主義にちょっと近いなっていう感じもしてて。うん。だから、それは、まあでも、社会主義とおそらく決定的に違うのは、とそれを統率する機関だったり、統率するものがなくて、自然発生的にうん。みんながその共通の意識のもとで、えーっと、働くと。まあ、民主主義でもないんだけど、民主主義の資本主義ではないんだけども、と社会において自分がこうその社会の中で、何か同じ共通意識を持つことで、お金っていうものを返さなくても自由に物の交換ができるとか、そういうことになってくるのかな。なんか、確かに考えてると、どん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 わかんない。そうね。エンジニアだからね、僕ら。いや、まあ、そうね。言われてみると社会主義的な考え方になってるかもしれないけど、なんかそれがあるべき姿なんじゃないかなって思って、なんか、いや、その社会主義、今の枠組みで言う社会主義じゃなくて、なんか、例えば、今ってなんかその人の成功とかを、経済力とか、この社会的な地位とか、そういったもので測ろうとするけど、なんかそれが間違ってて、なんか個性で、しかもその比べる必要もないわけだ。だから、多分そういったお金とかがない社会で、まあみんながこの同じサービス、同じものを受けられる時代になると、その人の性格とか、その個性だけが残って、その個性で、まあ人はみんな違うから、違う方向で自己実現をするっていう世界になってて、で、その自己実現を幸せ、なんかお金とかじゃなくて、自分がこの人より上っていう地位とかじゃなくて、その個性があるっていう、その事実を幸せとして認識する世界が、まあ、あるべき姿なのかなっていう。まあもうこれいくらでも脱線してまだまだ話せそうで、まあ、僕らあくまでエンジニアだからそこまでそうだね。こういう部分にいろいろ話して考えたことないけど、うん。うん。
もうそうだね。でも人間って割と社会的動物だなとは、多分アリストテレスが一番初めに人間はポリス的な存在である。ポリスって昔のギリシャ、ギリシャでいう社会のことなんだけど、だから人間社会的動物で、やっぱり人間ってどうしても愚か。まあそこが人間のいいところでもあるとは思う。愚かだから、どうしても比べちゃうというか、そういう社会の中で生きてるからこそ、それこそ、まあ、経済っていう考え方もできたり、それによって技術発展が生まれたりっていういい面もあると思ってて、社会的であるからですね。まあ、比べるとかね、そういう部分も含めて。って考えると、どっちがいいのかな、どっちがいいのか、まあ何がいいのかなって、今の僕じゃ分かんないです。宇宙エンジニアが答えられるもんじゃないかもしそうね。まあ答えはないかも。れない。ですね。ないかもしれない。答えはないですね、これは。スペース X、うん。もちろんご存知だと思ってうん。るんですけど、スターシップのテストフライトありましたね。あったね。 2024年の10月13、もう今撮ってるところから言うと20日ぐらいはいはいはい。前に、スペース X のスターシップが5回目のテストフライト。まあ、スターシップ全体で言うと5回目のテストフライト。やって、スターシップも2段からなってて、1段目の、まあ、スーパーヘビーブースターと、上側の部分はまだスターシップっていう。合計で呼ばれてる時もスターシップだし、上の部分だけもスターシップなんだけど、名前変えてほしいよね。そこだけ変えてほしいよね。ちょっと分かりづらいけど。確か100メートルぐらいの大きさの。かつてのサターン5と同じぐらいの大きさのやつが飛んでって、で、一番すごかったのがあれだよね。ヘビーブースターが帰ってきて、なんだ、ローンチャーの部分、ローンチャーじゃないな。台、足に乗って、で、お箸みたいな。お箸ね、チョップスティック。チョップスティックで、綺麗にキャッチ。あれ見てました？見てました。もう、率直な、その時の感想は。いや、もう、成功するとは思ってなかった。正直。箸でキャッチするのは1回目だもんね。そう。スターシップは5回打ち上げて試験やってるけど、ブースターをキャッチするっていうのはもう初めてのトライだから、まあ、スペース X だし、そのね、ファルコンもスターシップも、その最初の1回では成功してないし、4回ぐらいして成功させるんだろうなとは思ってたけど、まさかもう初めてのトライで、綺麗にキャッチして、もう全部なんか結構重いから、そもそもその機体が。重いから加速とか減速とかも遅くなるんだけど、だからもう全てがスローモーションだったのね。でもスローモーションの中でもうすんごい精密な制御で、なんか綺麗にわーっと、もう本当に寸分の狂いもなく、っていって、音も、まあ音は多分聞こえなかっただけなんだけど、音は多分現地にいたら絶対立ってるんだけど、それなりにガシャーっとなってるかもしれない。なってると思うけど、まあもう音も立てずにピタッって止まってたのはもうすごい感動しました。あれは綺麗だったね。やっぱ技術って極まってくると美しくなってくるなっていうのを、あれを見て思った。そうね。放物線じゃないけど、最終的にエンジンが、傾き始めると同時に、後ろのブースターが3つブースターが点火して、でそれでバランスを保ちながら塔の方に寄ってって、最後若干振り子運動しながら、そうね。当たりそうになってるのも近づいて、ずっとまっすぐになって。多分あれ高さも、縦横、前後ろの XY 方向の制御も完璧だし、あとお箸がキャッチするところとヘビーブースターのエアドラッグのフィンね。の高さも完璧に制御されていや、あれ、本当になんか多分、そうね、こう、流れを
説明すると、打ち上げて、スターシップとヘビーブースター分離して、で、分離したブースターの方がこう、最初横ばいになってこう、バーって降りてきて、で横ばいだと空気抵抗が一番かかるからっていうので、速度をこう制御しつつ降りてきて、で、地上に近づくにつれて、こうだんだんこう姿勢をフィンでこう制御しながら姿勢をこう変えていって、で、地上、だからそこのタイミングが一番難しいと思うんだよね。そのブースターをうん。こう、パッて、いつ着火させるか、振り子運動しながらね。瞬間、うん。そのタイミングをどう計算してて、そのタイミング間違えると、多分少しでも遅かったら、こっちにこう作用力がこうバーって大きくなって、なんか、わかる？うんうんうん。だよね。手で投球をやってるのと同じだよね。重心の位置と風圧中心がちゃんとつかめてないと、そんな簡単、もう本気で言ったら自分たちなんかできちゃうからだけど。ロケットのその時の重心の位置と、で、その時の、風圧中心か風力中心か、どっちだっけな。の位置によってあれって、振り子運動するそうね。向きが変わるじゃん。うんうん。変わる。ロケットの原理。そうそうそう。飛行機と同じで。そうだね。そうだね。それをもう正確に把握しきって、でどのタイミングでどれぐらいつかないといけないか。完璧に。しかも初めてだから。しかも、あれって、どれくらい吹くかって調節できるのかなつって。多分。着火だから。そう、もう着火したら、もう一定の水力がバッ出る。どうなんだと思うんだよね。着火の瞬間はそうだろうけど、圧力レベルこれで吹いてくださいみたいな指令って送れないと思うんだよね、ロケットエンジン。そうなんだ。ちょっとこれはロケットエンジニアにまた聞いてみたいだったんだけど。人工衛星とかだと、例えば化学推進の水圧、例えばバルブがあって、バルブをこう開けると水圧が出るじゃん。で、そのバルブを1秒間の間に何パーセント開けますかっていうのによって水力をこう調節できたりするんだけど、あんなことを多分スペース X のロケットはしてないと思うんだよね。二液式で多分化学燃料で、燃焼させて吹いてて、このエンジンのところでどれぐらい制御できるかわかんない。多分情報出してないから、そうか。中に入るしか。中に入るしかない。中に入るしかない。いやー、でもあれはすごいと思う。最初、あれこれって、もしかしたら、ファルコン、2017年ぐらいにあった最初の再利用可能ロケットの、離陸、着陸、ブースターの着陸よりも簡単なのかなって掴めるから、簡単なのかなって思ったんだけど、多分よくよく考えると、もう圧倒的に重さも大きさも、そのブースター、ファルコンの9のブースターよりは大きいし、あと、ファルコン9のブースターって、ちゃんと着陸場があって、着陸場の、要はどこでもいいわけ、着陸するの。中心からずれてたりするものもあるけど、キャッチって、あそこでしかキャッチできないから、そうだね。1点近い。よりもう精度は必要とされると、制御。だよね。あれは恐ろしい。しかもだって、大きさ。ファルコン9とかの着陸って、基本ずっと倒立姿勢を保った。そうだね。そうだね。ほとんどの倒立姿勢保ってて、ベリーフロップみたいな。ベリーフロップはない、やってない。やってない。だから、それこそさっきの着火のタイミングとか、また全然違うんだ。シミュレーター見てみたいね。そうだね。初めて。だから、さっき言ったその外的要因、外覧とかを、結構もう、あらゆる外覧を模擬できてるシミュレーターになってるはずだよね。絶対そうなってる。グラスホッパー、2018年ぐらいからグラスホッパー。2018か19年ぐらいグラスホッパーで、
ある一点から別の一点にこう、ロケットで若干噴射しながら、まあ、高さでいうと50とかそうかな、はいはいはいまで行って、うん別の場所に着地するみたいな。うんで、そこから始まり、うんと軌道上テスト、うんまあ、1回から4回、それだけじゃないけど、軌道上テストも1回から4回やり、うんその蓄積でうん相当データを取ってうん解析して、で、シミュレーターに入れ込んでうんやってるから、もう実環境のシミュレーターがもう完璧に出来上がってあて、それを使用しもうだからこれから失敗することの方が、まあ、少なくなるかもしれない。手元に実環境があるみたいな状態だよね。それって宇宙エンジニアの最強の状態だよね。最強の状態だね。もう実環境あったらもうモンテカルロで流して、もう1万回やって、そこで1万ケース成功してたら、実世界でも成功するからね、絶対に。スペース X は、まあ、スターシップしかり、うん。ファルコン9しかり、クルードラゴンしかり。はい。他の民間衛星が全くできてないような、まあ、10年先、他の企業に比べて10年先とかのレベルのエンジニアリングを成功させてきてるっていうのがあって、もちろんそれを率いてるイーロン・マスクで、イーロン・マスクのマントラの中に面白いことがあって、これオフラインでちょっと話したけど、もし津村さんも知ってるので、5つ、まあ、5ステップあって、First, make requirements less done. Second, delete steps, parts, and processes. Third, simplify them. Fourth, speed them up. And fifth, automate them. And even smartest people make mistakes going backwards of these steps. ってことで、はじめに、要求を洗練化させる。で、2個目にいらないステップとかパーツとかプロセスを消す。で、3つ目が簡素化して、4つ目が速度を上げて、で、最後に自動化するって。でもこの5つのステップをまあ、自動化させて、それもっと早くさせて、で、簡単にさせて、いらないなと思って消して、じゃあこれ要求の方に反映しようっていう。逆にしちゃう。すごいあるなと思って、これを実行するのって、現場で働いてるエンジニアとしてどう？でまあ、そうね、オフラインで話した通り、これは僕も、なんかエンジニアとして大事だなと思ってたのはこういくつかあって、なんかそれと結構、イーロン・マスクが言ってるマントラ、似てるなって思ったのが結構嬉しかったので覚えてるけど、そうだね。そう、僕も、そう、要求はもう簡単であればあるほどいい。まあ、お客さんの要求だね、要は。お客さんの要求が来て、で、それをじゃあミッションとしてどのように達成しますかっていうのを定義するミッション要求っていうのを定めるわけ。で、そのミッション要求だけだったら、こう GNC とか、結構衛星を作るのっていろんなサブシステムの人が関わって、一つのチームになって作ってるから、ミッションの要求だけあっても結構 GNC と例えば構造チームでこう齟齬があったりみたいなのが発生したら結構効率悪いから、じゃあそのミッションをさらにサブシステムごとの要求に分配しましょうっていうのがあって、その一つのプロジェクトの中でももう結構数段の要求っていうのがあって、お客さんの要求、ミッション要求、そしてサブシステムの要求。で、さらに GNC のサブシステムの要求の中に、の下に、また、GNC のモードっていうのがあるんだけど、まあ、これをする機能とか、まあ、いろんな機能のモードに対する要求っていうのが、こう、さらに下流にあって。でなんか、そう。僕がその5ステップの中で一番難しいな、その塩梅が難しいなって思うのが、その要求の決定のところ
要はだんだんこう、下流に行くにつれて、要求が明確になって、で、この要求を満たすには、この検証をやればいいっていう、その検証も明確化される。例えば、GNC の要求があります。で、GNC の要求をさらに広報と誘導と制御の要求に分配すると、じゃあ広報系の要求をこれを満たせばいいから、広報系の検証だけやればいい。で、制御はこれの要求だから、制御の検証だけやればいいっていうふうに、検証も分割できるんだけど、仮にその GNC の要求を分配しなかったら、広報誘導制御すべてを盛り込んだシミュレーターを通して、すべての整合性、GNC の要求っていうのを満たしているかどうかっていうのを確認しなきゃいけないから、要求が上流にとどまるにつれて、より検証が複雑になるっていうデメリットがあるんだけど、要求が簡単であればあるほど、無駄がないっていう。その要求を分配するっていうことは、要は、要求ごとにまたマージンが出てくる。だからそのマージンがもう非効率性を生んじゃうから、例えば、綺麗に分配はできないんだよね。GNC の要求も。だから、要求をこうリファインすればリファインじゃないわ。リファインはあれだけど、要求をこう、下にどんどん下流に落としていけばいくほど、いらないマージンが出てくるっていうのが、確かに、その考え方はあんまなかったな。分けると検証はしやすくなって、各々のコンポーネントというか、各々の機能に対して、一個一個確認して、で、その検証項目が要求に合っているかどうかを見ればいいと。でも、どうしてもというか、毎回僕らが付け加えるのって、マージン。マージンが悪いわけじゃないとは思うんだけど、マージンを持たせることで、不確定性に強くしてて、もし僕らが想像してない概覧とか、僕らが想像してない、設計段階で想像してない、ことが発生したときに、マージンによって、マージンという、余裕だよね。余分な部分を持たせることによって、不確定性も吸収してると。でそれを、一個一個の機能に持たせて、足し合わせると、マージンものすごいでかくなっちゃって、無駄が出ちゃう。それは考えたことなかった。面白い。今思ったのは、僕が思ってたのは、いくつかの機能が、要求があって、でその要求を、要求ごとに、下に行けば行くほど具体化する、さっき言ったように。どんどん要求を、具体化させていって、検証しやすくなるんだけど、やっぱり上流であればあるほど、何を明確化すべきかっていうのが見えてこないので、僕が思ったのは、確かに具体的にいけばいくほど、だから全部を初めに見れるぐらいのエンジニアリング能力がないと、上流の要求ってなかなか綺麗に定義できないかなって思ってて。っていうのは、ツリー上に要求が広がっていくから、一番下で、一番の枝葉のところで、この要求いまいちだなと思ったら、一個上のステップに戻って、要求を書き換えなくなって、で、その要求がどっから来てるかってもう一個上のステップから来てるから。これって実際だから一番初めの要求の段階で、枝葉の要求がある程度見えてできないことなので。そう考えると、さっき言ったように、角田さんが言ったような、一番上で簡単な要求を作るとすると、
分割しすぎないってところもあるんだけど、その分割した最終的な部分が見えていないとできないっていうので、エンジニアリングとして僕もその要求を見てるときに、うわ、これ、改善したいけど、他との絡み合いがあってどうしたらいいかわかんない。うん。これはもうあれなの、経験しかないの。経験なのかな。なんか視点が何か必要なのか。でもそうだよね、ある程度、もう衛星の複雑にこう絡み合う関係してるサブシステムの相互作用みたいなのを理解してなきゃ、なんか綺麗な要求っていうのを書けないと思う。てか、綺麗に要求を綺麗にすることはできないと思う。僕もそのミッションエンジニアリング、システムズエンジニアリングってあんまりやったことないから、GNC 以外のサブシステムあんまり知らないんだけど、彼らは多分そこのスペシャリストで、まあ広く浅くっていうので、もうとりあえず影響範囲とか GNC へのトップレベルで何やろうとしてるかとか、その GNC が他のサブシステムとどう関わってるかっていうのはもうすごい把握してる人たちがいて、その人たちがミッション要求っていうのを見てるから。システムズエンジニアリング。だよね。僕ら、その要求もらって、その GNC の中でまあ分配してるけど、それでも十分難しいもん。ゲスタムにするというか、洗練化させるって。実際、すでに書いてある要求を改善するだけでも難しい。新しい何かを要求を作るんじゃなくて、すでに書いてある要求をちょっと改善するだけでもなんか難しいな。思うん。そうだね。だからそれが最初のステップ。う。それが最初のステップ。本当だからこれが一番難しいからできないんだろう。なかなか。だから最後になっちゃう。うん。で、2番目で言ってるのはまあディリートだよね。うん。消すっていうところ。うん。まあ、これも僕は割とやっぱ難しいなって思ってるのは、うん。他の人が書いた昔のコードとかうん。で、もし例えばそれが実績があったとすると、うん。軌道上でこうやって動いてましたってなると、うん。いるかいらないかの判断って、本当に難しい。まあ、特にいらないって判断するのってすごい難しいな。はいはい。うんうんうん。だから、消すっていう作業は、うん。まあ、コードだけじゃなくて、設計した中で出てきた、まあ、フローだったり、まあ、パーツだったり、そもそも、まあ、レビューとかね、うん。クリティカルデザインレビューとか、まああれをいらないっていう人はいらないと思うけど、あんまりいないと思うけど、でもそれって今、こういうレビューとして宇宙協会って、まあ、PDR があって、プレミアムデザインレビューがあって、CDR があって、もっと前からあるかもしれないけど、うんうん。っていうレビューがつながって、で、それをいらないプロセスというのか、もしくはなんか一部まとめたりできるのかって思うと、もっと宇宙業界の開発って早くなると思う。それともなんか、スペース X ってそういうことやってんのか PDR、CDR、そ PSR。う。うん。いやでも、そう、どうなんだろうね。イーロン・マスク、イーロン・マスク、イーロン・マスクがどれだけ見てるのかもちょっと知りたいけど、うん。ね、うーん、でも PDR と CDR と PSR、そうだね。今なんか今、今までちょっと当たり前のように、それがあるものだと思ってたけど、なんか今、ここで問題提起されると、あれ、なんでいるんだろうって思うよね。でもまもう経験がある人だからたちからすれば多分当然だっていうあ、うん、ものだとは思うんうん、だけど、うん、
それがあって今もちろん成功してる衛星がいっぱいあって、うんその実績はすごいと思うんだけど、例えば、うんと、PDR って、あれは、初めの設計のところの、レビューになってて、その PDR の後にエンジニアリングモデルを作って、CDR で、レビューしますと。ここの PDR と CDR のところ、もう今までと違ってシミュレーションベースまでいかないにしても、数理モデルを作り込んで、で、一気にレビューしちゃうみたいなのはできないかな。そうすると1個レビュー飛んで、早くならないかなっていうのは思ったりしてて。なんか今のシミュレーションベースだったり、それこそモデルベース開発になるのかもしれないのをうまく使えば、僕もモデルベース、モデルベースエンジニアリングを特にやってるわけじゃないから、詳しくは分かんないけど、1年でも早くできないかモデルベースシステムエンジニアリングっていうのは、どういう開発ステッな。あれは、ステップは、本当に僕も自分の知ってる知識で話すけど、それこそマトラボのシムリンクとかシムスケープって知ってる。あの、数理モデルに基づいて、プロトタイプをして、で、そのプロトタイプから出てくる、データ、自分が作るプロトタイプが出てくるデータによって、結果によって、その結果をもとにイタレーションしていくっていうもの。もっと、本当はもっと広いかもしれないけど、そういうものだと理解してて、あれ、今って要求から来てるじゃん。要求ベースで来てて、でモデルベースだと、どうなのかな、要求とのつながりの接点がまた今僕らがやってるような要求に落とし込んでマージンを積んで、そのファンクションごとに機能確認して、っていうのではなくなるよ。どちらかというと実績に対してちょっとマージンを履かせてこれくらいのパフォーマンスでできますよっていうのが要求に反映されるみたいなプロセスなのかな。ちょっとそこ僕も深くて。じゃあ次はシステムズエンジニアを呼んでモデルベースエンジニアリングについて勉強しましょまあでも確かに言うとりだね。PDR、CDR って当たり前のようにあるけど、あれって別になんか、あれが大きなマイルストーンではあるけど、なんか、その間にもさ、いろいろ設計して、検証して、設計が良くなかったからまたリ設計して、再設計して、で、また検証してっていうイテレーションが何回もあるから、なんか、特別その PDR、CDR とかがなかったら、もう設計と検証の繰り返し、設計と検証の繰り返しで、ある程度設計が固まったら、もう今度、実際の、実際のフライトソフト、実際の人工衛星に搭載するコンピュータのソフトを書いて、その製造検証に入ってっていう、CDR、PDR がなくても、もう設計検証の繰り返しで、最後打ち上げまで行くケースも、になるんじゃないかなって思う。なんか、あんまり、なんかイベント、記念日とかとしてあるだけで、あんまりなくても、開発のステップには影響ないと思うから、もしかしたらスペース X ではやってないかもね。そういうもう、そのリリートステップで、PDR、CDR いらないです。とりあえずもう設計と検証繰り返してください。できるまで。みたいな方針なのかもしれない。そうね。第三者の目で見るっていう点で、なんかどっかの、例えば NASA とかからレビューを受けてるかもしれないけど、ステップとして置いてるわけではないかもしれない。
だって開発してる人が一番分かってるわけだから。第三者が見たところで何が分かんねえおうあなたにみたいな、まあそうまあ言えないけどね、その大きな声では言えないけど、まあそうなるよね、まあ本来なる。特にそうだね。特に自分たちが他よりも先行ってるとね、もうスペースどれみたいに。もうその設計に数ヶ月かけてたものをレビューする人がこう1時間見たところで背景とかも理解しきれないから、うん。まあ、もうみたいなね。まあそうね。というところもあるあとは思まあでも第三者は大事だとは思う。う。新しい視点というか、うんまあ、全部は理解できてないけど、半分の理解でいいから、その理解の中で別の視点から指摘するっていうのは、悪くはないと思うけど、そうだね。うんそうそれを取り入れるかどうかは、その会社次第だったり、その方針次第だね。そうだね。宇宙飛行士選抜試験、うん。え2022年、2023年はいに、うん宇宙飛行士選抜試験、日本の、JAXA の、うん選抜試験がありましたと。うん津村さんは前回応募しました。応募しました。お、しました。しましたか。はい。もう、めっちゃ覚えてます。まだ、お応募、確か、あれだよね、2021年の秋に募集開始ってなって、その1年前に、こう、来年宇宙飛行士募集しますっていうニュースが出たんだよね。その1年は2020年。僕まだイギリスにいて、本当にもう、日本の夕方に出たニュースだから朝一で、そのニュース見て、寝ぼけながら携帯見たら、その通知入ってて。で、13年ぶりにってなって。そうだね。そう。2008年だったもんね。起きた。うん。いや、もうでも、だからもうずっと小さい頃から宇宙飛行士になりたいって夢があって、本当にいろんな人に、周りの人にもずっと夢を語るタイプだから、その夢っていうのをずっと言ってたんだけど、だからついにその夢を実現できるかもしれない。その筋道を上げてくれたってなって。だから逆に逃げれないな、みたいな。今まではね、いつなるのみたいな聞かれてもさ、でも募集がないからな、みたいな。でももう募集来ちゃったか来ちゃったね。ら、もうこれ逃げれないなと思って、はい、2021年に応募しました。前回のうん宇宙飛行士選抜試験に比べると応募資格がかなり緩和されていると。前回は学歴と専門性と、あと医学的要件っていうのがあって、前回学歴は4年生大学自然科学系を卒業以上。で、今回というかまあ、2021年、2022年は選抜試験において一般教養試験を実施するってことで、まあ、資格ではなくで、専門性実務経験でいうと、前回2008年が自然科学系の分野における3年以上の実務経験だったのが、2021年、22年だと3年以上の実務経験ということで、何系分野かっていうのがもう撤廃された。で、これも選抜試験のSTEM 分野の試験で評価されると。で、医学的要件も、まあ、身長の幅が10センチぐらい増えたってところで、かなり緩和された。要はまあ中卒で、社会人経験3年以上あれば、誰でも応募可能ですよっていう感じだよね。視覚的に言うとそうだね。うん。あと選抜試験で生き残っていく実力さえあれば。で、2022年、応募書類は4127人。そのうちの1人。そうです。2008年の960人の大体4.3倍で、かなり
応募してる人が増えた。まあ、門戸が広がったってことになってて、うんうん。第0次試験、まあ、書類も含めて話すと、まあ、書類書類を合格したのが応募した人の大体半分で、その後の英語試験を通過した人がそのうちの3分の2ぐらい。で、最終的にその英語試験も通過して、もろもろの他の選抜も受け切って通過したのが205人で、もうこの時点で、なんだろう、応募した人からで言うと20分の1ぐらいになってる。で、第一次選抜で50人。で、ここで、なんだろう、ここで試験するのは何だろうな。第なんか一次選抜。が NHK の取材とかで見たのは、うんまあ、体力測定はもちろんあって、医学検査もあって、それさらになんかプレゼンテーションスキルみたいな、なんか自分の情熱、パッションをこう1分間で説明しましょうみたいな、プレゼンしましょうみたいなテストがあったりはあったね。なるほど。うんまあ、ずっと今回の選抜試験について追ってた。自分が応募してあって、落ちた後もずっと追ってたから、情報は読んで。まあまあまあ、はい。第二次選抜試験を受かったのが10人で、最終的に、第三次選抜試験で2人と。うん諏訪さんと米田さん。米田さん。最近、あれだね、2週間ぐらい前かな、候補生から、宇宙飛行士候補生から宇宙飛行士に無事認定されて、認定されて2ましたね人とも。2人ともなおってました。めでとうございます。おめでとうございます。うん、うん、当時の、まあ、今回だから、津村さんは、一応実務経験を3年以上っていうところはどうやって、確か、2021年、2年になると、卒業したばっかり。そうね、2021年卒業だった。で、応募が10月か11月とかだったから、あとの2年7か、7ヶ月じゃない、2年9ヶ月どうしよう。まあまあある。うん。それはまあ、なんか、自分が今までやってきた、なんかレストランでのバイト経験とか、他の会社の、宇宙会社のインターンの経験とか、あとなんかサマーキャンプのファシリテーターとしての、まあ、お給料もらってたから、それも一応社会人経験としてなるのかなっていうので、こう1ヶ月、1週間、2週間みたいなのをもう週間単位でつなげてって、なんとか2年7ヶ月っていうものをつなげて作ったんだけど、まあ、そうね。JAXA さんからなんで落ちたのかっていうのは言われないけど、多分そこだなとは思ってる。うん、逆にそこじゃなかったら悲しい。悲しい。そうだね。うんだからメールで応募ありがとうございました。残念ながら選定されませんでしたって。うん、そのそうね。文言が来る。うん、なんかポータルみたいなのがあって、あポータルで、まず、その、予選じゃないわ。書類選考の書類と、医療機関においての、その医療検査結果の2つかな、を提出する。でも、そのメールが来て、ポータルサイトで確認してくださいみたいな結果を。で、厳選な、なるほど。はい、選考の結果、残念ながらっていう文言を見て、ダメだったか。次は、宇宙飛行士選抜試験が行われるのが5年後になるっていう噂それとも、噂じゃないんだよね。うんもう JAXA がうん発表してて、うんこれはもう前回の宇宙飛行士選考が始まるちょっと前かなに、ちょっと前か後だったかちょっと忘れたけど、もう5年おきに、採用しますっていうことを発表したから、だから2021年、2022年だから次は2026年に次もう一回やる。なるほど。じゃあそれをもちろん目指して。はい。それはもちろん目指してます。でもなんか、なんだろうな、宇宙飛行士って、なんか僕の中で宇宙飛行士って、ある意味もう人間としての総合的に見られてるわけだから、なんか宇宙飛行士になるために、これをこ
めちゃくちゃ頑張ろうみたいなのは、まあ、ないって言ったら嘘だけど、まあ、そういう部分と、宇宙飛行士のためのに、これやりましょうとか、あと毎日運動しましょう、筋トレしましょうとか、っていうのはあるんだけど、逆にあんまりこだわりすぎても良くないのかなと思ってて、なんか人間としての力を見られてるわけだから、そこにこだわるんじゃなくて、自分っていう人間、例えば自分がしたいこととか、自分の興味あることをもうとことん突き詰めるみたいな、宇宙飛行士とかは置いておいて、だから宇宙飛行士にこだわる面とこだわらない面って両方大事なのかな。うん。だからまあ、準備してる、もうそれに向けて準備してるっていうと、あんま自分の中ではそういう気はしてない。うん。今自分ができることとか、今自分がやりたいことっていうのをやってる。うん。それが宇宙飛行士につながるって思ってる。人間力っていうと、もういろいろありすぎて、一つに絞ってると、その、まあ、専門性を極めていくことになって、総合的な人間力が磨こうとすると、やっぱ集中する部分と、うんまあ、本当に、まあ、ジェネラル、もっと広く一般に、まあ、なんだろうな、まあ、経験を積んだり、うん、あとは、うんと、人として、成長していくっていうところで、まあ、今2つ分かれてて、やっぱ、じゃあ特に、特に自分がここ、まあ、宇宙飛行士の中で重要だなっていう、ここは力入れとかないと、次の、まあ、力入れとくことで、まあ、次の選抜試験でまあ有利になるとかって思ってる部分ってなんかあります？うん、そこがね、すごい難しいっていうか、難しいってわけじゃないんだけど、なんか宇宙飛行士に求められる資質って、うん。なんか採用ごとにテーマがあるわけよ。で、まあ、日本で行われた5回かな、計5回の、宇宙飛行士選抜、4回か、4回か5回の宇宙飛行士選抜試験でも、もう最初の1回からテーマってどんどん変わってて、最初はもう、最初って宇宙にとりあえず行って生還するみたいな、もう命をかけてっていうところが、要素が強かったから、もう、大井さんの時かそうだね。な。だからもうそこは、もうもともと戦闘機のパイロットで、ああ、うん。ももともと命がけの仕事をしててっていう、その境遇に慣れてる人が、それが求められる質だったっていう。で、次に、ISS ができて、で、宇宙ステーションで科学実験とか医療実験をしますってなった時に、じゃあそれを分かってる人がいるよねっていうので、なんか研究者とか科学者とか、そういうバックグラウンドを持った人が宇宙飛行士に求められる資質として、挙げられてて、で、また今度、国際協力って大事だよね。で、日本からも国際的な宇宙利用の環境で、国際的なチームを引っ張っていくみたいな人材が必要だよねっていうので、リーダーシップとチームワークが備わってる人、英語力が求められたりっていうので、だんだん選抜によってテーマが求められる質っていうのが変わってきてうん。て、だから今回もガラッと理系っていうのが外れて、もう文系でも分離問わずですよっていう風になってきて、うん。だからそれの次だ次はよね。どうなるか。うん。うんと、次はもう確実に、今の宇宙飛行士は、アルテミス計画で月に着陸しますっていうのがミッションになってて、うん。うん。まあ、そうだね。この5年後ってなると、それこそ、また月面は確実に何かあるとして、うん。そうすると、月面の、なんだろう、空洞か、月面チューブ、うん。あそこに行って採掘活動をしますとか、うん。っていう風になると、なんだろう、地質学を知ってる人とかうん。うん。になったり、もしくは、なんだろう、月面で
建築物を作りますとかなると、建築を知ってる人とか、もしくは、それこそ理系だけじゃなくて、考古学者とかね、あのうんうん。考古学じゃないか。どっちかっていうと、えっと、そうか、地質学になる質学者。うん。とか、あと、どうだろうな、アートとかもやっぱ出てくる。月、もしくは地球じゃなくて宇宙空間に行って、うん。人を魅了するためのエンターテインメントを作成する人とか、うんガバメント関係の宇宙飛行士は出てこないかもしれないけど、それこそ今、どん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 増えてきてる民間の宇宙飛行士とかね、アクションのスペースとか、うんうんそういうもっと裾野が広がって、応募してくる宇宙飛行士の枠も広がっていくのかまあ、月に行って、次は火星に行ってっていう。多分もう火星に行くための宇宙飛行士を、多分、小学生の頃から採用して訓練してっな。ていうのを NASA はやってるよね。一人の少女。そうん。もう、この少女は火星に行くための宇宙飛行士として育てますみたいな、どっかで見た気がする。う。へえ。だから、そっか、でも次の募集が5年後だから、まだ月が視野に入ってて、そうだね、それこそ。なんか鳥取砂丘で月面をやってる。模擬したやってる。あのいろんなアトラクションがあったりしてるんだけど、もしかしたらその鳥取砂丘に関わってて月面を体験、月面での活動に経験生かせますよねみたいなので、そこで働いてる人がなったりするかもしれない。確かにね。この宇宙飛行士選抜試験の前かな、に、ファイナリスト、2008年のファイナリスト、内山隆さんと、宇宙飛行士模擬面接をやった。やりました。それは、津村さんだけでやったのか、それとも他の人と一緒に。あれは他の人とやって、じゃあ背景説明すると、結構長い間、宇宙メルマガザ・ボヤージっていう月間の、メルマガ、オンラインメルマガ配信してたんだけど、それは、宇宙の個人であったり、団体であったり、会社であったり、企業であったりっていうのを取材して、もしくは寄稿を依頼して、で、それをまとめて発信する。で、その大元が NASA の JPL で働いてる小野さんっていうエンジニアがいるんだけど、パーシビーランスでそうだね。関わったというか、もうすごい GNC かなが画像処理のところですごい関わってる人で。で、小野さんが、本も出してるから、結構書くのが好きな人で、宇宙に命はあるのかっていうのが結構ベストセラーになったりしてて。ムッタが表紙に載ってる。そう。ムッタが始まってる。宇宙兄弟、講談社さんのコラボいただいて。それの再現、子供版も何年か前に出して、小学生でも分かるようになってるんだけど、それは置いといて、小野さんがメルマガやりたいですってなった時に、僕読者グループ入ってたから、そこで配信しますって思って始まったやつなんだけど、それの、学生団体っていうのが発足して、そこから派生して、だから宇宙に興味のある学生がこう、ちょっと集まって、いろんな人に取材して記事にまとめてみたいなのをやってました。で、それの一環として、宇宙飛行士の選抜試験があるから、ちょっと、で、内山さん、当時、ちょうどそのアナウンスされた後に本を発売した。ファイナリストの消えない記憶っていう。あったね。それにもう自分が経験し、宇宙飛行士選抜試験で経験してきた、いろいろ綴ってて、で、内山さんにコンタクト取って、ちょっと我々は学生団体で、僕ともう一人、江島さんって言うんだけど、
僕らは宇宙飛行士目指しててっていうので、なんか取材できませんかねっていう話になって、それで、じゃあ、なんかせっかく宇宙飛行士選抜試験があるから、ちょっと模擬面接でもやりますかっていう話になって、それで、内山さんに模擬面接してもらったっていうのが経緯。すごい経験だね。実際にその模擬面接の様子はどう？すごかったよ。なんか内山さんって本当に普段気さくな人で、笑顔も絶えない、ずっとこうニコニコして話しかけやすい人なんだけど、はいその、なんだ、模擬面接を始めますってなった時に、もうガラッと表情が変わって、まあ、ズームだったんだけど、もうそのズーム越しでもその緊張感が伝わるくらいに表情が変わって、で、最初にもうその緊張感をさらに漂わすために、内山さんがこう言うわけ。あなたは、あなたたちは、最後の7人まで残った最終候補者です。宇宙飛行士候補者です。で、あなたは今、アメリカに来ています。アメリカで最終面接を今からやります。で、これを通ったら晴れて宇宙飛行士です。準備はいいですか？こういうふうになんかもうアナウンスみたいに始まって、もうそこでもうついに来たか、ここまでみたいな、もう僕もそのモードに入って世界に入って、想像してね。そう、その世界に入っちゃって。で、では、津村さんみたいな。で、最初にこう質問を聞かれるわけ。あなたは今なぜここにいるんですか？本当にそれだけ質問。でも結構、なんか不意だったというか、なんか、その直球な質問が来るとは思ってなかっド直球だったから、わってなって、でも、なんとか回答はしたんだけど、できたんだけど、なんか今思うと、結構なんか僕の、そのド直球の質問に対して、直球でこうですっていうのを返せたら、かっこよかったんだけど、なんかちょっと僕の人生ストーリーからこう始まって、ちょっと長々と話しちゃったっていうのが、ちょっとした後悔なんだけど、まあでも、そういう質問があったり、あともう一つ僕が受けた質問は、今、宇宙飛行士、日本人の宇宙飛行士たくさんいますと。で、まあ、彼らになくてあなたにあるものは何ですか？彼らに、あなたがにできて彼らにできないものは何ですか？僕しかできないことは。そう。だからまあ僕の特別性っていうのを聞かれてた。だからまあそういう質問をもう本当してくれたおかげで、実際にもこういう質問が飛んでくるんだなっていう、なんか、めちゃくちゃためになったというか、そこで考えさせられて、またさらに自分もっと見つめ直さないとな、磨き直さないとなって。人間力がそこで出てくるわけ。そう。だからその経験ができたのはすごい良かった。もうだからファイナリストになるレベルに行くと、人間力ももちろんすごいだろうし、もう誰を取ったとしても、宇宙飛行士として誰もが認める資質だと思う。そうだよ。そうだよ。でも、ここで家庭として、もしよ、ファイナリストと実際に宇宙飛行士になる人、ここに違いがあるとする。なんだと。超難問ですね。いやもう違いは、多分っていうか、まあ答えはないと思うんだけど、でも僕が思うに、もう答えがない。つまり、評価する基準もない。その枠組みも規範もない。つまり、その審査員の主観になってくると思う。もうデータを見てとかじゃなくて、まあ、もうデータみんなもうマックスまで来てると。マックスまで来てるし、そこは一長一短あるし、みたいなので、そこの評価とかもできないし、もちろんまあ最低限のところはみんなクリアして、そうだね。っていうところはあった上で、そう。だからもう、審査員の主観、つまり、
その人が、あ、この人と働きたいってより思えるかどうか。宇宙飛行士とか、もしくはまあ JAXA 職員とか、うんそしてこの人を支えたいかとか、うんこの人と、まあ、コミュニケーションを取って宇宙に行ってる自分が想像できるかどうか。うんうんうん。もうそういう主観なんだよね。なんかその想像できるかどうかっていうの、なんかもう結婚に似てるよね。そのこの人との未来が描けるかっていうそうだな。実際に評価した人に聞いてみたいよね。聞いてみたいね。どうでしたか。最後の決め手みたいなのってうんあるんですか、そもそも。聞いてみたいな。うん、実際のところで。だってルーレットでも申し訳ないしさ。そうだよね。うん。最終的に何で選びましたかって。うん9時です。9時ですって。そんなアホなってなる。なるなる。だからまあ、何かしらの決断は自分の中で、何かしらの理由とともに持ってなきゃいけないんだけど、それを選ぶのって、逆にそっちの方が過酷かもしれないね、宇宙飛行士の訓練よりも、その最終の人を選ぶ。そうだね。あ、でもなんかその、あるのは、これ、その前の、宇宙飛行士選抜試験の本で読んだんだけど、最後の最後に、候補者全員に、まあ、自分以外で、あなたがもし宇宙飛行士を選ぶとしたら、選ぶともう一回言うよ。候補者の中で、あなたがもし自分以外で宇宙飛行士を選ぶとすると、誰を選びますかっていう、そういう質問が候補者に対して出されるわああ、全員にね。け。全員に。最初のファイそう。ナリストに対して。だから他の人も見て、うん自分がもちろん行きたいけど、うん他の人は選べないといそう。だから、まあ、そこでも、だからもう候補者なのに審査けない。うんうんうん。側にも回ってそうだね。っていうので、だからその情報も参考にしてるんじゃないかなうん。とは思それこそそうだね。それうんも主観というか、この人と、うんこの人の評価が、他のファイナリストからの評価が高いってことは、それだけ、まあ、一緒に仕事していて、空間に一緒にいて、もしくはまあリーダーシップ性を見て評価できるってところうんで。なるほど。それいい。それの方が多分もしかしたら審査員の評価より高いのかもしれない。うん。そうだね。うんかもしれない。実際に一緒に働いてる人の評価ってすごい大事だと。ガラッと変わって、はい。津村さんの、まあ、高校は軽井沢に行った話だけど、大学で、うんUniversity of Bristol うんに行って、まあ、イギリスの制度として、3年学部で、うんで、1年修士。うん合計4年でマスター。ユニバーシティオブブリストル。ブリストルってどんな街です？ブリストル。うんブリストルは結構工業都市というか、うんまあ、それこそブリストル大学が航空宇宙工学強いのもエアバスの工場、フィルトンっていうもうすごいブリストルから近いところにあって、で、大学とエアバスの工場が連携して、なんかそこの施設使わせてもらったりみたいなのがあるから、航空宇宙工学が強いんだけど、まあ結構工業都市として栄えてて、かつ大学もこう2つあるから、その都市に。学生の街っていうか、まあ、結構、まあ、どこのレストラン行ったって学割が効くし、あの、それこそ結構ナイトクラブ多かったね、ブリストル。よく行ってました？いや、ナイトクラブ僕は、全然なんですよ。あこれは本当で、あ。いや、別に疑ってないけど。疑っていや、もう、なんなら、なんでもっと行かなかったんだろうって後悔してるぐらい。本当に勉強とバイトしかしてなくて、ルームメイトがイギリス人なんだけど、イギリス人に毎週のように、まあ、クラブかパブ。パブっていうのは、まあ、日本でいう居酒屋みたいな。お酒を飲んで語り合うところなんだけど、うん。だからそういうところに誘われてたんだけど、ごめん、ちょっとバイトがとか、ちょっと勉強試験の宿題がとか、いろいろ言ってたから、全然行けなかったんだけど、でもまあ多かったね。もうその夜の街っていうと響き良くないけど、まあでも学生の、学生の街で、はい、
そうか、後悔してるっていうのは、あれそのもっとそういう経験というか、そっちの夜の街も、まあ夜の街じゃないな、なんだろう、学生で、まあ、もっとワイワイはしゃぐとかいう経験もしたかっそうね、そういう経験してないから、あんまり、どういう実態とかもちょっとしか知らないし、た。はい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 。なんかまあ実態って経験しなきゃわかんない。ブリストルの街を堪能できなかったと。そうそうそう。もう最大限有効活用できなかった。うん。今言ってもなんかもう違うし、学生としていけないし、そうだね。学生っていうもうあんまり社会人としての責任がないからこそ、味わえる楽しみとかがあったかもしれないから、うん。ああ、それをちょっと見過ごしてたのかなるほどね。っていう。寮にいた1年目寮で、の。うん。 2年目から外で住んでた。アパートで。ああ、なるほど。よく行ったレストランとかもある。よく行ったレストラン。これはほぼ僕もあるのよ。うん。大学の近くにある定食屋さん、24時間オープンの定食屋さんおーいいおね。米おかわりし放うわ、題。最高。最高。そういう、うん。もう行きつけのレストランとか、うんうんうん定食屋さんだったけど、そういうのは。ね、これが、僕は大学の頃、めちゃくちゃ簡素な、質素な生活を送ってたの。だからもうめちゃくちゃケチな生活を送っ極てて。限まで食費削ろうっていうそう考え極限まで食費削ろうとしてたから、もう本当にほぼ外食がしなくて。方。おお、なるほど。でも全部自炊してたんだけど、おー本当にもう、なんかまあ、それで言うと一番作ったのは、チャーハン、親子丼、麻婆豆腐。ほぼ日本と中うん国。まあそれ。一番作ったのはそれ。やっぱ米がいい。もう米がいい。米しか食べない。で、朝は、オートミール。うん。毎日オートミール。朝は。あれもね、あれうん。もすごく安いからね。うん。そう。めっちゃくちゃ。で、家賃も払ってっていう。なるほど。でちょっと宇宙の方に戻るけど、うんうん。アメリカとイギリスと、まあ、うんブリストルに行ってる間に、うん確か、アメリカに1年ね、交換留学でパデュー大学に行ってっていうところが経験であって、うん航空宇宙工学とか航空宇宙産業の国の違いとして、うん僕が思ってるのは、例えばアメリカだと、航空宇宙工学っていうと基本的に、まあ、ロケットサイエンスに近いうんようなイメージを持たれてて、で、日本は、まあ、飛行機も航空宇宙工学の一つで、結構まあ人気があるところだと思ってるし、まあ、宇宙でいうと、ロケットっていうよりかは、まあ、ロケットも人気あるけれども、はやぶさとか、うんそういう探査機、そう結構ね。有名かな。うんうんでイギリスだと、うん一般人はどういうイメージですイギリスだと、やっぱり飛行機が強くて、うん僕もブリストルこう応募して、宇宙ができるって言ったんだけど、ちょっとがっかりしたのは、うんあれ航空宇宙学って言ったけど、もうほぼ航空やんっああ、ていうのがあって、そう、なんかブリストル学も、僕がいた頃は、宇宙、宇宙の教授3人ぐらいしかいなかった。もう他はもうみんな航空専門でっていうので、そう、だからイギリスも航空エアバスがあるし、航空が主かなっていうのと、まあ、宇宙で言うと、でも学校によって、それこそ宇宙ゴミのを専門にやってるサリー大学っていうのがあったり、まあ、多分その専門的なところを見ると、まあ、宇宙のここを専門にやってる教授がどっかの大学にはいるとは思うんだけど、全体的に見ると、多分やっぱり航空が強いっていうのと、あと宇宙物理学とかも結構強いかな。うん。エンジニアリングとは離れるけど、で、理論的なところとか、まあ、物理に近い、そういうコスモロジーとかアストロフィジックスとかそういうとこそうだね。ろ。セイント・アンドルースとか、エディンバラとかかな。あ強かったでする。ノーベル物理学賞、去年受賞したの。はいはい。そこの人たちだし。でもアメリカ、そうね、僕は紹介にもあった通り、3年の学部のうち、3年目にパデュー大学に行って、
で、それもブリストルにいたら、ちょっともう航空だけだったから、ちょっとなんとか宇宙したいなっていうのなるほで、ど。うん。アメリカに、海渡ってアメリカに行って、パデュー大学っていう、それこそ、月面を最初に踏んだアームストロング船長の母校そうだね。に行って、面白いのが、月面を最後に踏んだアポロ17のユジン・サーナンっていう人もパデュー大学卒おお、業。そうなんだ。最初と最後の人がおおパデュー大学卒で、月にサンドイッチされてる学校なんだけど、ー、なるほど。そこに行って、でも本当にやっぱり宇宙強かったね。で、うん何何より僕が GNC に興味持ったのもそこがきっかけで、ああ、そうなんだ。うん、あの、キャサリン・ホーウェルっていう、ハーウェル教授っうん。ていう人がいるんだけど、その人の姿勢制御学、姿勢ダイナミクス、軌道力学の授業を取ってたんだけど、ああ、聞いたことある。なんかめちゃくちゃ難しい。単位取るのがすごく難しいはい、授業。鬼ですね。軍曹ですね。やっぱその人は、もう NASA にも一目置かれてる人で、うん。なんだっけな、まあ、軌道設計、三体問題の、もう結構パイオニア、三体問題も含め、軌道力学のパイオニアなんだけど、あの、ミッション、アルテミスの、アルテミスかなアルテミスの軌道うん。を設計してるのも確か、フォアウェルの研究室の人たちで、レトログレード帯とかね。確か。うん、ラグランジュ点、うん。周回するとか、うん、そこに研究室に入ったわけじゃなくて、交換留学行って、ハウエル先生の授業を受けて、うん。そこも一個ハードルあったんだけど、うんハウエル先生の授業、僕が取りたかった三体問題の授業は、うん学部生は取れないですっていう制約があっうん。た。でも、もう交換留学で、ハウエル教授の授業を取りに行ってたから、それはもう、それは僕が許せない。僕自身が許せないということで、その条件を飲めないっていうので、もう構わず、最初の授業に行って、まあ、最初の授業はこの授業がどういう感じで進むかっていうそうだね。ア説明、ウトラインとイントロダクションだね。そう、イントロダクションだから、その後にもう教授の前に行って、自己紹介して、僕はブレストから来た何々です、みたいな。あなたの授業を取りに来ました、つって。で、イントロダクションであった prerequisite。これを知ってなきゃいけないですっていうのは、もう、ブリストルでこう、勉強しました。うんなので、この授業を取らせてくださいって言って、で、そう。で、まあ、彼女からこう、じゃあ、後でメールで、あなたのプレジクジットを証明することを送って、みたいな言われて、で、メールで送って、それでおお。返信来て、あなたをアクセプトします覚悟はいいですかっていうので、はい、難しいですよっていうああ、と同時に、直々に言われたんだね。直々に言われて、なんとかこう入ったんだけど、でも本当によかった、入って。うん。なんか、そう、三体問題、今の職場では三体問題は使ってないけど、めちゃくちゃ楽しかった。説明すると、なんか今って二体問題の世界でしか、あの、仕事では使ってないんだけど、それがどういうことかというと、地球があって、地球の周りをこう回ります。その軌道、地球の周りを回るこの位置衛星の軌道のを勉強する学問。それが二体問題。だから二つの物体だね。三体問題ってもう一個物体をこう足して、だから地球があります。で、太陽もあります。で、地球と太陽の重力の中である物体を置くと、その物体はどう動くのかっていうのを勉強する学問で、なんか、それってもう面白かったのが、ある初期値を与えると、この位置に置いて、この速度、初期速度を与えると、その衛星が、えっと、エネルギーを保存されるから、その衛星。そのエネルギーレベルがゼロになるカーブを描ける。その、えっと、立体空間において。うんうんうん。えっと、平行点みたいなエネルギーゼロになる部分の、そう。と
3次元プロットができると。そう、ごめん。エネルギーがゼロになるってちょっと語弊があって、速度がゼロになる、ああ、はいはい。カーブ。おうほう。 3次元的な、はいカーブが描ける。あで、あそれってはいつまりどういう意味かというと、そこのカーブにだんだん近づくにつれて速度がもうだんだんゼロになる。で、そのカーブに達したときに速度ゼロになるから、絶対にそのカーブ外には脱出できない。ああ、なるほど。だから、そのおーもう初期値が分かれば、その衛星がどこにいるかっていうのが分かる。あ三あ、体問題的に。なるほどね。力学的エネルギーの速度エネルギーがなくなって、だからポテンシャルだけになって、ポテンシャルだけになる。そこに位置続けることになる。そう生き続けるっていうか、逆にまた戻ってくる。それがもう逆の速度としてこう出てくる。ああ、そういうことか。そうだからもうそれ以上はいけないっていうカーブが描ける。ええおお、それはわかるんだってので、だからどういう初期速度を与えると、あの L1 とか L2 とか、ラグランジュ版。そうラグランジ2ラグランジポイントの説明もしなきゃいけないけど、うん。はい、その例えば太陽と地球があった時に、うん。衛星が真ん中にいて、あるエネルギーレベルだともう地球にさえ行けないみたいうん。な。でもちょっと速度上げると太陽と地球がつながるエネルギーレベルカーブになるみたいなのがシミュレーションで分かって、楽しいこれ。面白いね。そうもうこれ永遠と話せるからちょっとまたそうだね。三体問題は、そういう観点でも面白いし、あと、ケオティックなんだよね。システムとして。うんケオティックっていうと、まあ、初期条件が違うと、最終的に行き着く、状態が全く異なると。本当にわずかに異なるだけで、状態が異なると。そうね。全く異なるね。面白いよね。うん。だから、解析的な答えがまだ見つかってないんうん。今もう数値電波。だよね、ずっと。二体問題は解析的に解けるけれども、三体問題はもう解けない。まあ、それが、なんだ、小説にもなって。ああ、最近の最近ネットフリックスにもなって。そう、リュウジギンのネットフリックスもなって。っていう。まあ、もう面白いよね。もう本当にもう、簡単そうに見えて、全く解けない。興味が。いやで日本で三体問題やってるとこってある？いや、僕は知らないね。あうん。まあ、三体問題、でも軌道設計をやってる研究室では多分扱ってるとは思そっか。うけど。三体のダイナミクスの式を解いて、ちゃんとやらなきゃダメだから。多分もちろんやってはいると思うけど、まあ、それを主眼に置いて授業っていうのとしてはあんまり聞かない。少なくとも僕の大学ではな。津村さん、はい。日本語、中国語、英語が喋れるってこと。それでいいんか。他に喋れる言語あります？他は、ないですね。ちょっとロシア語を勉強してたんだけど、宇宙飛行士選抜試験が始まってから、それに向けて、日本語、英語、中国語を押さえてるから、国際宇宙ステーション行くと、もう、あとロシア語を喋れるだけで、みんなと繋がれると思って、ロシア語勉強し始めたんだけど、この1ヶ月後ぐらいにちょっと戦争始まっちゃって、ロシアが ISS から撤退して、あれなんで勉強してるんだってなって、でも、そう。そうね。スプートニクが全部ロシア語で書かれてる、ね。内部が確か。スプートニク乗るとすると、ロシア語知らないといけない。そうだね。そうだね。でもまあ、その3つだね。主には。はい。なるほど。日本語、中国語、英語の、便利なところっていうとあれだけど、特徴自分の中で特徴、この言語はこういう特徴があって、この言語はこういう良さがあってみたいなのって、なんか感じることあります？良さね。それぞれの言語の良さ。例えば日本語とかだと、
まあ、話し言葉で言うと、主語がなくてもまあ伝わるとか、うんうんうん。良さかどうかは別として、そういう特徴があって。うんで、中国語だと、まあ、あれ、なんだっけ、象形文字じゃない。反対字うん。旧字体言葉として、うん。フォネティックじゃなくて、うんあの、形はいはいはいごはい。とにうん意味を理解する。うんそういう特徴があって、うん英語と全く逆だよね。うんだからその辺をどうやって、なんだろう、自分の頭の中で、その人の頭の中で使い分けてるとか、うんこういう考え方をするときは中国語の方がやりやすいとか、うんうん英語は、自分はこういうふうに使う。ようんくこういうふうに使うとか、うん使い分けあります。使い分けね。その中国語で言うと、まず、なんかアートなんだよね。アート。芸術なんだよね。なんか僕からしたらもう本当に、その漢字がだけではなくて。漢字が、なんか、しかもそれってその中国語じゃなくて、その反対字と簡体字っていうのがあって、今その中国の大陸で使われてる方が簡体字。だから要は昔あった漢字をさらに簡略化して経済的に効率化させるためにっていうのでみんなが覚えられるようにっていうので簡略されたやつが簡体字なんだけど、そっちじゃなくてもともと由来もともとのからある古来からある漢字の、由緒正しい、昔から使われてる漢字。だからなんかそれを見ると、だからもう習字もそうだし、それを見るとなんか本当に、綺麗だなっていう、なんか、その漢字とともに情景とかが思い浮かんだり、その漢字を使って、こう詩を書いたりするのが、なんか、ある種の芸術だなっていうのは思う。漢文とか読んだりする。詩は、詩は読むよ。おじいちゃんおばあちゃん、台湾の方のおじいちゃんおばあちゃんが、すごい詩が、もうおばあちゃんは国語の先生だったから、そう、そうなんです。そう、これはもとか慣用句をこういろいろ詰め込まれたりしてるんだけう、ど、孟子、論語とか、昔の中国の偉い。そうね、日本の教育でやる漢文だと、理白とか、あと、なんか、徒歩とかやるよね、多分。あれも、そう。だって、なんか、春眠暁を覚えず。で、日本語に訳しちゃうと、良さがちょっと分からなくなっちゃう。なんかニュアンスが消えたりする、そう、ニュアンスとか音とか。はいはい。中国で言うと、春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少っていう、もう全部こう韻踏んでる。で、3つ目だけは踏まないっていう美学もあるんだけど、そう。だからもうそれ、日本語で訳しちゃうと、良さが全然消えちゃうのにっていうのがちょっともやもやしてるんだけど、だから中国語はもう本当に美しい言語だなと。っていうのと、その美学と真反対に、全漢字さ、一音なわけじゃん。だから、僕が数字を覚えるときとかは、絶対に中国語。電話番号とか。もう、の方が、覚えれる量が変わってくる。そうだね。一音だもんね。そう。日本1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、1、2音あるじゃん。中国語は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。だからもうめちゃくちゃ早い。早いね。もう、覚えれる量が。だから、そこにおいても結構効率になる。確かに。算数とかもしかして早いのかもしれないね。もしかしたら、そうね。もし、中国語、日本語、英語のどれか一つが、急に理解できなくなると。すると、どれだったら一番困らないんですか？今のこの生活においては中国語。特に日本語を使ってる仕事してるし、会社に外国人の方いっぱいいるし。会社でほぼ使うのが日本語と英語で、っていうので、
まあでも、お母さんと中国語で話してるあ、けど、そうか。それがなくなるのは結構辛いけど、そうだね。それがなくなるの辛いな。お母さんは英語か日本語を理解できる。できる。あできる。だからまあ、中国語なくなったら、もう英語でこあう話すってことになるんだけどなるほど、そうね、今のこの生活において一番影響はないのは中国語だね。うん。まあ、将来で考えると、じゃあ、将来で考えると日本語かな。日本語わからない。日本語いらない。全然いらないと思う。本当に。人口も少ない。人口も少ないし、そうね、中国語と英語さえてれば、なんとかなんとか生きていけるし。あれ、日本語も美しい言語だけどね。うん。なんかちょっとカバーした感すごい出たけど。持ってるよ。持ってるよ。僕は詩を書くの好きだから。ああ。そう、ラッドイプス好きだもんね。あ、好き。ラッドイプス、そう、野田さんに感化されて僕も詩を書くよ。そう、なんか野田さんの表現ってさ、すごい、なんか、ある主語がもう人間じゃなかったり、そのものに対するその動詞が結構斬新なものだったりみたいなのは、そうなんだよね。そう。その主語に動詞を使わないよねっていう。でも、しっくりくる使い方をしてて、ものすごく歌詞を見たとき気持ちいいし、それはすごい感じる。だよね。それがもう、かっこいいなと思って、僕も見よう見まねで。歌とか。じゃあ、ちょっとまた次は詩を持ってきてもらって聞かせてもらおう。マジか。痛いな、ちょっと。いやいや、全然痛くない。痛くない。僕も実はね、昔、もうフォルダの奥の奥にしまってるけど、詩を書いたことがあって。おお。じゃあ今度読み合いっこ。やめましょうか。ちょっとオフラインだ。そう、オフレコで。オフレコでやろう。はい。すみません、今日は、はい。ありがとうございました。いろいろと、すごく深い話もできたし、あと、僕らがこれから宇宙エンジニアとしてやっていく道とか、で、まあ、宇宙飛行士としてね、ぜひなってもらって、いろんな人をインスパイアしてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いろいろ、全然話したいことまだあるんだけど、とりあえずじゃあ第1弾は第1弾ここでありがとうございます。